ここは光る谷、私たちの村。森で獣のように暮らしていた私たちアニム船は、ある日、アニマツリーに出会い、言葉と火を授かった。アニマツリーに祈ると不思議で、特別な力を授けてくれるが、この力を授けてもらえるのは、私たちアニム船だけだ。それでもアニマ様を信じる他の種族の人たちと共に、私たちはこの谷でひっそりとつつましく暮らしている。ペグア、そのベリーをよこしなさい。これは僕のおやつだよ。ライラはさっき、ベリーを食べてたじゃないか。あれっぽっちじゃ足りないのよ。だからそれをよこしなさい。言うことを聞かないと、鼻血を出すことになるわよ。わかったよ。だから殴らないでよ。二人とも、その辺にしときなさい。ライラ、お腹が空いてるならベリーのおかわりをあげるから、レグアのおやつを取るのはおやめなさい。わかりました、伊勢お姉ちゃん。なんてことがあったのよ。まったく、ライラにも困ったもんね。後で言い聞かせておくね。ごめんね、伊勢ちゃん。あれくらい元気な方が心配なくていいわよ。兄は内気だし、少しはライラを見習ってほしいくらいだわ。兄、今日の獲物はあれよ。リンゴ取ったら怒られない？見つからなければ怒られないよ。一撃離脱よ。ついてきなさい、兄。待ってよ、ライラ。おい、二人とも、そのリンゴはまだ酸っぱいぞ。酸っぱい。大丈夫？ライラ。こら、言わんこっちゃない。口の中が酸っぱいよ。ラウゴさん、本当にこんなところに寝泊まりするの？夜間に襲撃が来た時にここならすぐに対処できます。確かにそうだけど、真っ先に狙われちゃうよ。私とチェンで抑えている間に皆さんが来てくれれば大丈夫です。門も二重になったし、そう簡単には突破されないでしょう。大丈夫ですよ。門番を買って出てくれるのはありがたいですが、無理はしないでくださいね。このくらいしかアニマ様のお役に立てませんからね。もうすぐ巫女様も3人目を追う身になるし、少しでも負担を減らせればよいのですが。そういえば、くさびちゃんもそろそろ出産だし、また賑やかになるね。すでに賑やかどころの騒ぎじゃないけどね。千鳥も2人目ができたっていうし。子供が7人か。こりゃ大人は頑張らないとね。子供が多いのは良いことですよ。確かにそうです。頑張りましょう。くさび、頑張れ。無理、頑張れない。そこをなんとか。泣き言を言う間に生まれてしまうぞ。赤子も苦しいのじゃ。もっと気張るがよい。肌の色が私と同じだ。近くにいればよかったのにな。ごめんね、赤ちゃん。プロス、グリフォンだよ。森にグリフォンが来たよ。珍しいな。神聖な獣だが危険だ。みんなに注意するように言っておこう。私、お友達になってみるよ。身重なんだぞ。万が一襲われたらどうする？私は失敗しても襲われないよ。アニマ様のご加護があるから。そうかもしれないな。しかしダメかもしれないけどやってみる。もしもお友達になれたら、すごく頼もしい守り神になると思うよ。グリフォンですって。大丈夫なの？
ロビちゃんなら襲われないと思うけど。それよりもしも手なずけられたら餌はどのくらい食べるのかしら。多分お肉だと思うけど、たくさん食べそうだよね。ただでさえ食べ盛りの子供が増えて大変なのに大丈夫かしら。畑もそろそろ増やすのは限界だしね。家畜もこれ以上増やせないし、冬の備蓄も間に合うかどうか。そこにあんな大きなグリフォンが加わったら。ロビちゃんには悪いけど、失敗することを祈る。そうね、その方がいいかも。まったく身重の体で無茶をしよって。でもグリフォンが。今回は諦めい。グリフォンより出産の方が大事ぞ。そうですね、ごめんなさいネザー様。さすが3人目、超安産じゃな。3人目は女の子だと思ったんだけどな。男の子か。まあでもやっぱり可愛い。それに元気だし、それが何よりだよね。結局グリフォンはどっか行っちまったな。まあそううまくはいかないさ。それにしてもあのおっかねえグリフォンを手なずけようなんて、アニマ様の加護はやっぱすげえな。巫女様ならそのうちスランボだって手なずけられるだろうさ。すげえな、この村にとどまって正解だったかもしれねえな。そうだな、この宿舎だって立派なもんだ。毎日飯も食えるし、快適な寝床もあって、自分が盗賊だったことを忘れちまいそうだよ。追い出されないように用心棒を頑張ればええべ。まあこの壁がありゃちっとやそっとじゃやられねえべ。いい仕事だべ。そうだな、襲撃するより守る方が楽だ。なんか来るど。足音がするな。族長、難民が保護を求めています。難民、また虫がどこかの村を襲ったのか。詳しいことはまだ分かりませんが、難民は大人3人です。どうしますか。アニマ様の教えに従い受け入れよう。しかしまずは事情を聞くぞ。分かりました。族長様、私はバーエイクと申します。難民と言ったが何があったのだ。虫か。いいえ、ヘッセケというならず者たちです。ヘッセケ、初めて聞く名ですね。奴らは鉄の武具に身を包み、あちこちの集落を襲っては焼き払い全てを奪っていくのです。鉄の武具か。厄介そうな連中だな。ここで少し体勢を立て直せたら連邦の親族を頼ろうと思います。私らにできることなら何でもお手伝いしますので、どうか数日のお慈悲をくださいませんか。アニマ様は困っているものを見捨てはしない。テントになってしまうがゆっくり休んでくれ。族長、武装だけは解除されることをお勧めします。難民を装って村に入り込む悪党も多いでな。もっともです。私らは喜んで武器をお渡しします。そうか。では武器は預かっておく。出立の時には返すから安心してくれ。へへ、ありがとうございました。難民はかわいそうだけど食料大丈夫かしら。シルバーの蓄えが少しあるから、いざとなったら共和国に行商に行ってくるよ。ヘッセケとかいう無法者が暴れ回っているそうじゃない。キャラバンも一人で行っちゃダメよ。そうだね、最低でも3人以上で行くよ。あの小麦は何に加工しているので？エールよ、あれはお酒用なの。
私らの村では小麦でパンを作っておりました。何それ美味しいの？焼きたてはほっぺた落ちて舞いそうなくらいうめいですよ。何それ、ちょっと詳しく教えてちょうだい。すごい。パン美味しい。焼きたての熱々がたまらないわ。スープともよく合うよ。小麦は余ってたし、これなら食料も足りるわね。教えてくれてありがとう。バーエイクさん。とんでもねえです。こちらこそお役に立ててよかったです。マッファローの群れが10頭いて、そこに子供が2頭生まれたら群れは全部で何頭じゃ？ライラ、わかるか？10頭です。なんでじゃ？マッファローが増えすぎると牧草が足りなくなるから、10頭を超えた分は屠殺する決まりです。ある意味正解じゃが、この場合は12頭でよい。難しいです。正解は前提によって変わるものじゃ。お前の答えは生きる知恵、わしの教えは世界の仕組み。今はまずこの世界の数を知ることから始めるのじゃ。さあ、次は3頭生まれたらどうなる？ようおりますな。もう夏も終わりですね。しかし久方ぶりに平穏な気分です。ここに来て本当によかったです。大変でしたね。私も村を焼き払われてこの村に助けてもらったんですよ。そうだったんですか。まったく無情な世の中ですな。ネアンデルタール、スルモークの部族だね。今年も収穫期を狙って略奪か懲りない連中だ。たった3人です。蹴散らしてやりましょガク、ロゴに弓を持たせろ。いいんですか？プロス、ロゴはまだ11歳だよ。早くはない。そろそろ戦闘を経験させるぞ。遅い。何をしていた？すみません。装備に手間取って。もっとよく狙え。はい。片付きましたね。お父さん、まだ一生きています。手当てすれば助かるんじゃ。ダメだ。生かして返せば仲間を連れまた略奪にやってくる。チェン。たとえ女子供であっても略奪者に容赦はするな。それがこの地の断りだ。よく覚えておけ。ロゴ、戦場の死から目をそらすな。お前の放った矢はただの一本も敵に当たっていなかったぞ。ごめんなさい、お父さん。それと今後俺を父と呼ぶことは許さん。族長と呼べ。わかりました、族長。ロビちゃん、ロゴが雨の中泣きながら弓の訓練をしてるわよ。難民の人たちからヘッセ家の話を聞いてポロスも焦っているんだと思うの。確かに
無法者は気がかりだけど、ロゴはまだ11歳じゃない。そうだね。でもロゴは未来の族長だから、トロスの気持ちもわかるの。せめて訓練が終わったら熱いお茶を。あの子が子供に戻れる場所だけは守ってあげましょうね。ありがとう、伊勢ちゃん。鎧を着た人たちが来たよ。まさかヘッセ家。敵意は感じられないから違うと思うよ。お初にお目にかかります。我々はアンボイス家のキャラバン隊です。族長のトロスだ。キャラバン隊は歓迎だ。ゆっくりしていってくれ。ありがたい。しかしこの辺りは平穏そうで何よりですな。西の地ではフェッセカが暴れ回っておりまして、多くの村が焼かれてしまいました。西のゾンドという村に親族がいるんですが、無事でしょうか？ゾンド、我々も何度か交易でお世話になった村です。残念ですが、あそこはもう。なんてこっただ。そったらオラたちはどこへ行ったら。ふむ、なんとか力になりたいが。それなら全焼地を作られたらいかがかな。難民に土地と安全を与え、農場や牧場を経営してもらい、対価として収穫物を納めてもらうのです。なるほど。それなら信仰の違う人々でも受け入れることができるな。我々キャラバンにとっても安定した取引先がある方がありがたい。これからもぜひごひいきにしてくだされ。ではまずマッファローとアルパカを全て君たちに譲ろう。牧場が完成したら豚や牛やには鳥もそちらで育ててもらいたい。生産物の対価として衣類や薬品などの生活に必要な品を提供しよう。願ってもねえ話です。そんなによくしてくださってええんですか？土地には限りがあるからな。互いに協力し合えるならこちらにとっても良い話だ。わかりました族長様。いえ、トロス王。俺は王ではないぞ。私らは光る谷の領民でした。領民には王が必要でした。領民は生産活動に従事し、王は外敵から領民の保護をするものです。あなたはこの集落だけでなく一帯を治める王になっていただきたいでした。そうすれば人も集まり、土地は栄え、皆が幸せに暮らせるのです。呼び名はともかく皆が安心して暮らせるように努めよう。よろしく頼む、バーエイク。承知しました、トロス王。族長、バーエイクさんたちの牧場は無事に完成したようです。そうか、何よりだな。一節ごとに生産物を届けてくれることになっている。盗賊どもに狙われないように定期的に偵察をしてくれ。俺とラーゴ殿とチェンドの出部隊を作って巡回します。しかし守るものが増えるともっと兵が欲しくなりますね。きっとこれからも難民は来るだろう。戦えそうな者がいたらお前の裁量で勧誘するといい。わかりました。俺は隊長ってことですね。へへ。あまり選ぶってはいかんぞ。はい、気をつけます、族長。ライラ、弟ができたよ。むにゃむにゃ。弟？
そう、ライラと同じだよ。肌の色はお父さんに、耳と尻尾は私に。お父さんとお母さんと私で3人。弟が1人生まれたから。全部で5人だね、お母さん。4人だよ、ライラ。お母さん。なーに？お父さん、族長はどうして難民は助けるのに略奪者は助けないの？アニマ様は困った人を助けなさいって言ってる。略奪する人たちも飢えて困っている人なんじゃないの？そうね、難しいけど。確かに食べ物や寝る場所に困っていなければ人のものを奪おうなんて思わないわね。難民の人にしてあげたように略奪する人たちも救ってあげるのは間違いなの？私たちはずっとそうして戦ってきたけど、ロゴは違う賢い子だね。あなたはもう獣ではない。いつかあなたがみんなを率いるようになったら、あなたの心と良心に従いなさい。アニマ様もきっとそれを望んでおられるのよ。心と良心に従う。わかりました、お母さん。どうよ、火事場の使い心地は。まあ悪くねえよ。ふふん、私が作ったんだもん。当然よね。お前本気でここにずっと住むのかよ。そりゃそうよ、もう回収もしちゃったしね。アニマ様ってやつか。確かにあの種族が使う不思議な力はすげえけどさ。力が欲しいわけじゃないさ。なんていうか、ここの人たちの生き方が気に入ったのさ。共和国だって悪くねえだろうよ。何よ、帰ってほしいわけ？別にそういうわけじゃねえよ。正直な話、あそこには居づらいんだよ。どうしても父さんのことを思い出しちゃうからね。まあそうかもしれねえけど。あんたこそブレイカーさんに火事の技術は全部教えたんでしょ？いつ帰るの？まだだ。あいつにはガラクタ以上の剣を作れるようになってもらわないとな。とかなんとか言って、あんたもここが気に入ったんじゃないの？ちげえよ、バカ。バカって言わないでよ、バカ。うるせえ、さっさと出ろ、バカ。ムキ、バカはそっちよ、バカ。おねしょして泣いてたくせに。子供の時の話をするんじゃねえ、バカ。ったく、あの女は人の気も知らねえで。思うにはっきり言わないと伝わらないと思いますよ。別にそういう意味じゃねえし。そうですか、かなりバレバレですよ。そんなはずは。バレてないのは肝心のナオさんだけですね。あいつは昔っからそうだからな。人のことにはよく気がつくけど、自分のことになるとひどい鈍感で。自分の親が死んだ時ですが、自分のことより俺なんかのことを。すまん、今言ったことは忘れてくれ。ナオさんは口が悪くて短気で乱暴者ですが、いい人です。それ褒めてねえだろ。あの人に察してもらうのは難しいですよ。分かってるけど。面白そうな話をしてるな。族長、いや俺は別に。族長もそう思うでしょう。思ってるなら伝えない理由はないだろう。しかし絶対断られるし。それはしょうがないな。明日生きてる保証は
誰にもないんだぞ。それは死んだら何もできん。生きているうちにあがけ。族長、難民が到着しました。わかった、今行く。生きてるうちにか。私も今日は早く帰って子供たちと遊んであげることにします。あ、そうだな。王様、どうかお助けください。へっせけに村を焼かれたのか。いいえ、もっと恐ろしいものです。あれは悪鬼です。この世のものではなかったです。族長、巫女様が森に異形のものが入ってきたと言われています。異形だと。奴らだ。ここにも来たんだ。もう終わりだ。トロスよ、あれはシャンブラーじゃ。シャンブラーだと。なんだそれは。旧文明の愚かな遺産じゃよ。まだどこかにシステムが残っておったのじゃな。あれは死者の群れじゃ。手出しをせず、こちらに気づかれなければ数日で崩れ去る。わかった。皆に壁の外に出ないように伝えよう。お母さん、お化けが来るの？大丈夫よ、兄。壁の中には入ってこないわ。お父さんもお母さんも兄のそばにいるから安心しておやすみ。おやすみなさい。奴らが近づいてきてもこちらからは手を出すな。シャンブラーの様子は私が見るわ。近づいてきたら教えるから。もしあの化け物どもが壁を攻撃し始めたら、その時は仕方あるまい。いつでも戦えるように準備をしておいてくれ。わかりました。あんな化けもオラに任しておくだよ。ネザーの話では奴らは毒をまき散らしている。迂闊に近づけないぞ。そんじゃ息を止めて戦うめ。おめえはいつも無駄に元気だよな。それがチェン殿の良いところですね。くれぐれも油断するな。このまま奴らが自戒するのを待つのが最善だからな。承知しました、族長。シャンブラーの様子はどうだ？橋のところまで来てるけど、こっちには気づいてないよ。あれはどうした？大変。キャラバンの人たちがこのままじゃシャンブラーに襲われてしまうわ。全員武器を持って壁に集まれ。ほら、こっちだぞ。早くモモの手に入ってください。ダメだ、もう囲まれている。早く間に合う人だけでも。急いで中へ。取り残された人を助けに行くぞ。お供します。族長、外に残った人はもう間に合わなかった。残りの群れが来るよ。中に戻って。こいつ死ぬと爆発するのか。大丈夫かチェン。かすり傷だろ。ラウゴさん、早く。千鳥。分かってる。
わったから。キャラバンの人たちが何人かは助けることができたよ。ペグアよ、この薬を怪我人に塗ってやるのじゃ。はい先生。それが終わったらきれいな水を飲ませておやり。はい、わかりました。チェーン、怪我してるんだから寝てろ。このくれどうってことねえだよ。呆れたやつじゃ。お主が一番重傷なんじゃぞ。寝てると退屈だでよ。きちんと治さねば足を切り落とすことになるやもしれぬぞ。アニマ様にエヴァ生えてこねえかな。生えてくるわけないじゃろ。たわけが。分かっただよ、ちゃんと寝るだ。わかればよろしい。トロス、キャラバンの怪我人は全員回復したよ。そうか、彼らはアンボイス家のキャラバンだったな。積み荷を返すと言ったんだけど、持っていけないからもらってくれと言われたけど。死者も出てしまったからな。荷物の分と合わせてシルバーで賠償金を払う。それがいいね。敵が多い中、無駄な圧力は避けたいからね。族長、彼らが難民からの志願兵です。衣食住は保証しよう。だが君らは奴隷ではない。自由意志を尊重し、出て行きたい場合は引き止めない。王様、我らの故郷は灰になりました。行くあてのない我らを養っていただける上に、復讐の機会を与えていただけるなら、一生懸命働きます。彼らには平時は訓練をしてもらい、軍事に専念してもらいます。わかった。アニマ様のために共に働こう。難民の人たち、みんなトロスのことを王様って呼ぶのね。族長より王に仕えたいという思いもあるのだろう。彼らが望むなら答えてやるさ。私たちがアニマ様と共に生き残るためには人々の力が必要。でも人が増えると私たちも変わっていかなければならない。不安か。わからない。でも子供たちのためなら私は何者にでもなるつもりよ。お前一人に背負わせはしない。私もだよ、トロス。族長、見張りより虫の襲撃との知らせ。わかった、すぐに行く。虫か、ついに来たな。全部ぶっ倒して明日は虫パーティーだべ。でかいのが来るよ。ワンコが挟まれちまうべ。
し、片付いたべ。戻れチェン、また来るぞ。でかい。あんなの見たことない。ありったけの矢を打ち込め。外角が硬すぎる。矢があまり効いていないよ。水で私の火もあまり効果がないよ。持久戦だが壁を信じるしかない。引き続き打ち続けろ。倒れたわ。これで終わり？いいや、まだだ。ゼネレは戻れ。囲まれるぞ。間に合わねえ。やるしかねえだ。チェーン、無茶すんな。集中砲火はできるだけ早く飛ばす。よし、2人とも戻れ。すぐに止血する。また群れが来るわ。右がないな。任せて。橋の上なら狙いやすいよ。またでかいのが来るわ。撃ちまくるよ。千鳥ちゃん、無茶よ。頭が割れそう。あとは我々が知りたい。一斉に撃て。火が効いてる。今のうちだ。倒れたぞ。まだ来るかしら。巣が消えたわ。もう大丈夫よ。ご苦労だった。みんな休んでくれ。こっちよ、レグア。やめようよ、ライラー。ここは子供が入っちゃいけないんだよ。怒られるよ。弱虫ね、大人はみんな寝てるわよ。あそこの虫、まだ生きてるわ。この丸太で殴ったら倒せるかしら。やめなよ。噛まれたら痛いよ。こら、2人とも射撃陣地に入っちゃダメだぞ。わあ、ごめんなさい。仕方ない、絶対するわよ、レグア。トロスよ、あの巨大な虫のことじゃが。何かわかるか？おそらく、あれは女王じゃろう。死骸を詳しく調べてみたいのじゃが、よいか？いいだろう。何かわかったら教えてくれ。こんなにたくさんの虫に襲われても誰も死ななかった。ガクが言った通りだ。お父さん、お母さん、私たち虫に勝ったよ。この虫の硬いから加工できそうですね。そうだな。鉄味は劣るだろうが、鎧の下に着込む衣類をこのキチンで作るのはありかもな。巫女様に相談してみます。アニマ様のお知恵を授けてもらえるかもしれません。やあ、ご無沙汰しているね。プリシュラさん、お久しぶりです。各地を回っていたんだが、あちこちで光る谷、いや、光る国の噂を聞いているよ。光る国？どういうことですか？アニマツリーを守護する聖なる一族が人々を救っているという噂さ。どういうことだ？我々は難民に手を貸しているだけだが。その難民や旅行者、キャラバンを通じて話がどんどん大きくなっているんだね。その噂は困窮する人々が救いを求めてくる以上に略奪者の注目も集めるのではないかな。そうなるな。だが備えは怠ってはいない。それを聞いて安心したよ。そこで元老院からの伝言だ。光る谷の噂を聞いて山賊が流入し、困っているので対処してほしいとのことだ。なるほど。我々の責任というわけか。申し訳ない。共和国は内部分裂も起きていて、正直風前の灯火なんだ。
最近は防衛に手一杯で拠点制圧にまで手が回らないのだよ。もちろんただではない。謝礼に職人、技術、望むものなら何でも差し出すとのことだよ。なるほど、困窮ぶりが伺えるな。今の我々があるのは共和国の協力が大きい。助力は惜しまない。山賊のことは任されよう。そう言っていただけて安心しました。トロス王よ。君まで王はやめてくれ。ははは、しかしここは本当に我々の希望なのだよ。そういうことなら私とチェンに任せてください。2人で行くというのか。いいえ、そうですね。守備隊の新兵を2人お借りして4人で行ってきます。たった4人で大丈夫ですか？山賊ですよね。4人いれば十分です。拠点襲撃なら任せておくなよ。余計なこと言うなまた。新兵の訓練がてら行ってきますよ。お任せを。分かった。だがくれぐれも無理はしないようにな。ラーゴさん、4人で山賊退治に行っちゃうの？ええ、防衛用の人員をあまり削れませんしね。無事に帰ってきてね。大丈夫です。心配してくれてありがとうございます。ラーゴさん、それで無事に帰ってきたらはい。私と結婚してください。ごめんなさい。族長、ナオさんがラーゴさんに振られて暴れています。落ち着くまで空き家にでも放り込んでおけ。この村の平和のために早くナオさんを何とかしてください。俺のせいかよ。ムキー、ちょっと出しなさいよ。なんで私が牢屋に入れられるのよ。バカかお前は。囚人監視の中でブリオ様を殴り飛ばしたんだ。当たり前だろうが。ブリオ様？何よその他人行儀な呼び方。ちょっとむしゃくしゃしていつものように拳で語り合っただけじゃない。お前、自分が置かれてる状況がまるで分かってねえな。ここはもう昔みたいな仲良し村じゃねえんだよ。どういうことよ。みんな仲間じゃない。難民から移住してきた連中を見てみろ。あいつらにとってアニム星一族はただの隣人じゃない。奇跡を起こし自分たちに居場所をくれた神聖な一族なんだよ。まあ、あのアニマ様の力とか病気を一瞬で治すところを見れば拝みたくなる気持ちもわかるけどさ。分かってねえな。その神聖な一族をお前はぶん殴ったんだ。あいつらにとっちゃそれはただの喧嘩じゃねえ。信仰への冒涜なんだよ。冒涜？いやいや、私たちの中でしょ。広場に集まった連中の中にはな、今すぐ死刑にしろって叫び出すやつまでいたんだぞ。死刑？たかだか喧嘩で？だから牢屋に入れるってことで族長が話を収めてくれたんだよ。そうしなきゃ今頃お前はリンチに遭ってたかもしれないんだぞ。感謝しろ。何それ。これじゃ共和国と変わんないじゃん。仕方ねえだろ。人が増えれば秩序がいる。秩序を守るには法と罰がいる。これに懲りたらむやみに暴れるんじゃねえぞ。次は族長の手にも負えなくなるかもしれないからな。分かってるわよ。もうバカばっかり。報告。前方の岩山に不自然な人工物を確認。あれが山賊の拠点で間違いありません。見張りは3人か。あくびしてやがるな。中にはもっとうじゃうじゃいるべ。腕が鳴るだ。本当に我々4人で制圧できるのでしょうか。ビビるな。まずは入り口の掃除だ。行くぞ。よし、外は片付いた。チェーン、扉をぶっ壊せ。あいよ。いいか、よく見とけ。
こういう岩山の拠点ってのはな。通路が狭くて1対1の状況をこっちで作れる。つまりなるほど。これなら、たとえ敵が大人数でも、一度に相手にするのは一人で済む。その通りだ。理屈が分かればあとは作業だ。二人一組で掃除していくぞ。遅れるなよ。はい。だいたい片付いたべ。案外あっけなかっただ。兵の質が違いすぎる。さて、チェーン。おうよ、いよいよだな。ああ、お楽しみの。お宝探しだ。うひょ、金の杯だべ。重い、これ重いぞ。こっちは技物の武器が山盛りだ。共和国の商人に売ればいい金になるぜ。うへへ、うへへへ。なんだか、私たちの方が、盗賊みたいだね。今は、何も見なかったことにしよっか。ラーゴさんたちが周辺の山賊を退治したことで、私たちの村にはたくさんの人がやってくるようになった。周囲には農場や鉱山が次々にできて、私たちの集落はこの辺りで一番大きな町になっていった。族長、いやトロス王、山賊の根城でとんでもない技物を見つけましたよ。息を飲むような美しさだな。だが装飾が凝りすぎている。戦うための道具というよりはまるで富を誇示するための飾りのようだ。これほどの品持っているだけで持ち主の格を跳ね上げます。ぜひ王の腰に。よせ、俺には過ぎた品だ。俺はただアニマ様と共に静かに暮らしたかっただけなのだ。これではまるで俺が贅沢を望んでいるように見えるではないか。王よ、いいですか。王が威厳を保つのはご自身のためじゃねえ。俺たち領民のためなんです。そうかもしれないが、王が市民と同じボロをまとい同じ土にまみれて暮らしていれば民は安心するでしょう。ですが外の国や族はどう見るか。あの国は弱く貧しい、今なら奪えるとそう侮られるだけだ。それでは結局民が血を流すことになる。あなたの意向という盾が戦わずして敵を退ける。それもまた王としての義務だとお心得ください。平和を望んで剣を取り、質素を愛して黄金を身にまとうか。全く数奇なことだ。全くだ。人間ってのは中身より入れ物で判断しちまう愚かな生き物ですからね。おい、なお、釈放だ。出てこい。やっと？もう遅すぎるわよ。退屈でネズミの数を数え終わっちゃったじゃないの。騒ぐな。ゆっくり休んでる暇はねえぞ。族長がついに城を建てるって言い出した。城を？何よそれ。ちょっと町が大きくなったからってずいぶん偉くなったもんね。萎縮としちゃ城作りなんて一生に一度の晴れ舞台だろ。でだ、お前にはその親方として現場の指揮を取ってもらいたいってよ。親方？私が？ああ、共和国から流れてきた職人たちも合流する。お前はその連中をまとめてこの地で一番の城を築き上げるんだ。族長直々の使命だぜ。親方、共和国の職人たちを私が顎で使う。親方直様。うへへよーし、やってやろうじゃないの。見てなさい、共和国の連中が腰を抜かすようなすんごいお城を作ってやるんだから。ったく、さっきまでふてくされてたくせに単純なやつだぜ。
お願いです。どうかお助けください。インビットか。子供が病気なのです。どうかお助けを。王のご命令でインビットは町へ入れられないのだ。どうかお慈悲を、せめてこの子だけでも。インビットならズクレイドのところへ行け。私はズクレイドではありません。彼らは同族でも部族外の者は受け入れてくれません。インビットどもの事情など知らぬ。早く立ち去らねばひどい目に遭うぞ。赤ちゃん。ひどい熱。ごめんね。お母さん、何もしてあげられなくて。あなたが死んだら、お母さんもすぐに行くね。巫女様、こんな時間にどこへ？カク、ついてきて。は？誰？ロビと言います。赤ちゃんの病気を治しに来ました。町に入れてあげられなくてごめんなさい。せめて、病気を。ありがとうございます。でも、たった今、死んでしまいました。そんな。せめて、さっきすぐに入れてもらえれば。いえ、それもインビットなのがいけないのですね。ご親切にありがとうございました。どうか、私のことは、放っておいてください。巫女様。カク、このことは、トロスには言わないでね。わかりました、巫女様。あら奥さん、そんなに急いでどちらへ？知らないの。今日はアニ祭りでロゴ様の成人の儀が執り行われるのよ。ロゴ様のアニム戦の後取りの？そうよ、この前遠くからお姿を拝見したけれど、まあ凛々しい美少年でいらしたのよ。巫女様も美しいけれど、さすがアニム戦の打ち筋ねえ。あの尊いお姿を見ているだけで、なんだか心が洗われるようだわ。本当よね、故郷が灰になって、逃げるようにここにたどり着いた時はどうなることかと思ったけれど。今じゃ暖かい寝床も、お腹いっぱいの食事もある、正直故郷よりずっといい暮らしができているわ。そうね。あんな過酷な旅を乗り越えられたのも、きっとアニマ様が私たちをこの場所へ導いてくださったからだわ。すべてはアニマ様の加護と、私たちを受け入れてくださったアニム戦一族のおかげ。あの方々にお仕えできるなんて、私たち、本当に過宝者だわ。本当に鼻が高いというものよね。さあ、ぼーっとしてられないわ。良い場所で見届けましょう。行きましょ、行きましょ。ロゴ、アニマ様の息吹は届いたか？はい、静かな力が体の奥に今アニマ様とつながった実感があります。よろしい。そのぬくもりがお前が大人になった証だ。そしてアニマ様に選ばれしアニム戦一族としてこの谷に生きる全ての命を背負う覚悟の印でもある。これからお前はこの国の守護者としてアニマ様と民のためにその力を捧げるのだ。できるか？はい、族長、いえ、トロス王、この命、民とアニマ様のために尽力することを誓います。見たか、アニマ様がロゴ様を選ばれたぞ。アニマ様万歳。アニム戦の決闘に栄光あれ。アニマ様万歳。トロス王万歳。ロゴ様万歳。ロボが成人したのは嬉しいけど、最近ちょっと行き過ぎじゃない？難民の人たちが来てから私たちまで神様みたいな扱いだよね。伊勢様、千鳥様、何をなさっているのですか？何ってお料理を。滅相もございません。そのような泥にまみれた野菜に触れるなど、雑用はすべて我ら下々の者が務めますゆえ。でも私たちももともとはこうして。
どうぞ、あちらの席でお座りになってお待ちください。本日はロゴ様の成人を祝し、腕によりをかけた豪華な料理をお出しいたしますから。ありがとう。なんだか自分たちの家なのにお客さんみたいな気分だね。仕方ないわ。彼らも仕事をすることで役に立っている実感が欲しいのよ。役に立っている実感？私たちが手伝っちゃうと彼らが後ろめたくなるってこと？彼らは全てを失ってこの谷に流れ着いた。何も持たない彼らにとって王のために働くことは自分たちの価値を証明する唯一の手段。その気持ちを分かってあげて。じゃあお城を作るのもみんなに仕事をあげるためなの？巨大な城壁を自分たちの手で築くことで彼らはこの国を自分たちが作ったんだという自負を持てる。アニマ様にお仕えし神聖な一族の盾になる。その誇りが彼らの不安を消し去る薬になるの。居場所と役割と誇り、それを与えてあげるのが今の私たちの役目なの。王様になるってなんだか複雑なのね。ただみんなで仲良く暮らせればいいと思ってたけど、変化は止められないわ。村が町になり町が国になる。それはもう後戻りできない道なの。なんだか昔が懐かしいね。みんなで裸で焚き火を囲んでたのがついこの間みたいな気がするよね。そうだね。さあ冷めないうちに食事をいただきましょう。彼らが一生懸命作ってくれた豪華な料理をね。城の設計は終わったのか？いや悩んでるんだよね。これが土地がないんだよ。土地が今まとまって空いてる土地って言ったらこの中央の湖か、あとは北側の森くらいじゃない？北の森はダメだろ。禁足地がある。そうするとやっぱり湖の上しかなくない？古城の城か。確かにな。完成すれば見栄えはこの上ないだろうが、埋め立ての資材に工期、それにかかる人足の数、とんでもないことになるぞ。正気か。構わん。それでいいぞ。いいのかい？本当にいいのかい？湖を埋め立てて城を建てるなんてこの国の財政がすっからかんになっちゃうよ。ラウモたちが山賊の拠点から山ほど戦利品を持ってきたからそれを使おう。それに新しい鉱山で銀の鉱脈が見つかったんだ。費用は何とでもなるだろう。ひゃあ、いつの間にかずいぶん景気が良くなってたんだね。よし、決まりだ。じゃあまずは湖の南側を大胆に埋め立てて土台を作る。その中央にアニマツリーを、この国の魂を移植して儀式の間を据えるんだ。アニマツリーの移植？そんなことできるのか？植え替えの儀式はロビだけが行える。可能だ。そしたらアニマツリーを囲むように謁見の間とか居室とか作るとして、他に作っておいた方がいい部屋はあるかな？ネザーの研究室、それと失われた英知を収める書庫も必要だ。これからは知識こそがこの国を支える。大勢を一度に賄える食堂とキッチンもいるな。あとは他国からの死者を驚かせるような豪華な角度か。よーし、こんなもんかな。湖の上に浮かぶ黄金の城、私の一世一代のお仕事だよ。いいだろう。これこそが我らアニム戦の、そして民の誇りとなるのだ。ロゴ兄様、儀式、お疲れ様です。おめでとうございます。レグア、それにアニモ、ありがとう。ロゴ兄様、これ、お祝いです。綺麗な押し花だ。こんなに鮮やかな色は珍しいね。お守りにするよ。ありがとう。
兄ってば、ここ数日ずっとその花を探して森を駆け回ってたんですよ。ロゴ兄様に一番似合う色の花を送るんだって。レグア。やめてよ、余計なこと言わないでよ。本当にありがとう、兄。肌身離さず、大切に持つよ。はい。ねえねえ、アニマ様からは、どんな力をいただいたんですか？やっぱり、すごい力なんですか？雷だよ。空の怒りを呼び寄せる、光の力だ。雷、すごい、かっこいい。みたいです、ロゴ兄様。その力で悪い奴らをやっつけるところ。危ないから、ここではダメだよ。いつか、見せる機会が来ると思う。望まなくてもね。いいなぁ。僕も早く大人になって、兄様みたいに強くなりたいや。そろそろ授業の時間だろう。先生を待たせちゃいけないよ。もう息。はい、行ってきます。雷、これは耕す力でも癒す力でもない。ただ焼き尽くし命を奪うための力だ。アニマ様、あなたは僕に何を求めているのですか？この手で敵を殺せと言っているのですか？教えてください、アニマ様。あれ？痛みが消えた。もう大丈夫ですよ。今日は安静にしていてくださいね。すごい。ありがとうございます、ブリオ様。あなたはこの町の、いや、私たちの救世主だ。ブリオ様、お疲れのところ申し訳ありません。難民キャンプで高熱を出した者が新たに3名確認されました。わかりました。すぐに行きますね。お疲れ様、ブリオ、顔色が真っ青よ。はい、これを絞りよ。ありがとう、伊勢。正直、頭痛がひどいんだ。視界がずっとチカチカして。無理をしすぎよ。アニマ様の力は使いすぎると脳に熱がたまるのよ。精神熱って言うらしいわ。体に毒よ。自覚はあるよ。でも毎日のように怪我人や病人が出るんだ。彼らを癒すことがアニマ様に力をいただいた僕の使命だからね。夜になってもまだ工事の音がしてるわね。トロスが言ってたわ。私たちの新しい住まいもお城の中に用意するって。それなんだけど、僕は断ろうと思ってるんだ。この家にこのまま住み続けるの？いや、病院の奥に小さな寝泊まりできる部屋があるんだ。そこに住み込もうと思っていいかな。あそこなら夜中に患者の容体が急変してもすぐ駆けつけられる。でもそうだな、伊勢と兄はお城に行くといいかもしれない。あそこなら安全だし、王の家族としてふさわしい暮らしができるはずだ。何言ってるのよ。それなら私も一緒に病院で暮らすわ。お城にいてもお料理すらさせてもらえないもの。豪華な部屋でただじっとしてるなんて私には無理。病院の宿舎はここよりずっと狭いよ。構わないわ。洗濯でも食事の支度でも何だってやるわ。何よりもブリオと離れて暮らすなんて嫌よ。わかったよ。ありがとう伊勢。君がいてくれて本当によかった。
わかった。そこまで言うのならお前の意思を尊重しよう。病院を住まいとすることを許す。ありがとう、トロス。わがままを言ってすまない。お前が民のために心血を注いでいることは痛いほど分かっている。だが一つ条件がある。兄は城に住みロビの下で教育させたい。いいか。分かっているよ。兄にはアニマとの高い適性がある。時代の巫女は兄なんだろう。ロビもあの子を自分の正当な後継者だと内心で定めているようだ。この国が大きくなればなるほどアニマ様とのつなぎ手たる巫女の存在は不可欠になる。兄ももう11歳か。寂しいけれどあの子の将来は姉さんに任せるよ。兄が自分の運命を正しく受け入れられるようによろしく頼む。ブリオ、あまり一人で背負い込むなよ。お前が倒れてはこの国の火が消えてしまう。ああ、分かっているよ。ありがとう、兄さん。終わったか。は、各隊長、残党含め、すべて殲滅いたしました。我が方の被害は軽微です。よし、まだ息のある者には、苦しまぬようとどめを刺しておけ。死体は一箇所に集めてすべて焼却しろ。疫病のもとだ。は、直ちに。やれやれ、最近は俺が出る幕もねえな。ラーゴ殿。門番の小僧どもに任せておけば、昼寝してる間に片付いちまう。スクレイドやスルモークの連中程度ではね。もはや我らの装備の前では動く的にもなれしないさ。そっちはこれから遠征かい？いつもの山賊退治さ。共和国の腰抜けどもから街道の安全を確保しろって泣きつかれてな。気をつけていけよ、衛生隊長。お前もな、町は任せたぜ、守備隊長。隊長、お帰りなさい。こらぞろ、お父さんだろう。お父さん。くさび、体の方はどうだい？無理はしてないか？大丈夫。お腹の子も順調だって、ブリオ様が言ってくれたわ。次は男の子かしら、女の子かしら、楽しみね。男でも女でも、元気に生まれてくれればそれが一番さ。でも、もし、また私に似た子が生まれたら。何を言ってるんだ。くさびに似れば最高に可愛い子になるじゃないか。私に似たせいでゾロも昼間はお家の中でじっとしていなきゃいけない。遊びたい盛りなのにお日様の下で他のお友達と遊ばせてあげられない。そんな風に自分を責めるな。ゾロはこんなに元気じゃないか。弟か妹ができれば家の中でも寂しくない。二人で友達みたいに遊べるさ。ねえねえ、お父さん、僕たちお城に住むの？いや、これはお城を守るのが仕事だからね。何かあった時にすぐ動けるよう兵舎の近くに住むつもりだよ。僕もお城守る隊長と一緒。はは、頼もしいな。大きくなったら一緒にお城を守ろうな。くさび、君はお城に住みたいかい？トロス王からは君たちのために特別な部屋を用意すると言ってもらえたけど。お城でお仕事はさせてもらうけれど、お家に帰ってくるよ。私、何の特技もないから、お掃除くらいしかお手伝いできないけれど、
掃除だって立派な仕事だ。いつも助かってるって巫女様も言ってたよ。ロビ様はいつも優しいから好きだよ。アニム星の人たちは私の肌を見ても嫌な顔はしないし。町の人たちに何か言われたのかい？避けられることはあるけど、きっとダートモアルの肌の色が君が悪いんだと思う。大丈夫だ。くさび、外がどれだけ眩しくても俺が君と子供たちを守る。いつだって俺がついてるからな。ありがとう、ガク。あ、釣れた。お父さん見て、釣れたよ。すごいな。お父さんはまだ一匹も釣れないのに、ライラは天才だね。ふふん、魚と呼吸を合わせるのがコツなんだよ。参ったな。それを教えたのはお父さんのはずなんだけどな。すっかり追い抜かれちゃったね。私、将来は漁師になろうかな。おや、そうなのかい？アニマ様にお仕えしなくていいのかい？私ね、アニマ様の声が聞こえないの。瞑想しても、どれだけ集中しても、ただの大きな木にしか見えないんだ。兄やレグアははっきり聞こえるって言ってたけど、町の人たちも噂してるよ。私は、あえの子だから、巫女としての見込みがないんだって。僕に似ちゃったのかな。でも、いいんだよ、ライラ。アニマ様の声が聞こえなくたって、君は自由なんだから。人と違っても、同じでも、ライラはライラだ。誰かが決めた道じゃなくて、ライラの好きなように生きていいんだよ。好きなように、キャラバンの人たちみたいに、世界を旅するのも楽しそうだよね。ラーゴおじさんから聞いたの。外の世界には、見たこともないような不思議なものが、いっぱいあるって。きっと楽しいだろうね。ほら、森を畑に変えた時にあった、変な鉄の塊。レザー様が、古い時代の遺物、だって言ってたでしょ。あれ、時折光ってるの。まだ、生きて動いてるんだよ。調べてみたいのかい？誰も壊せなくて放置されてるけど。いつか、絶対調べるわ。それから、世界中にある不思議なものを全部。私、この国の外にある、本当のことを知りたいの。いいね、楽しみだ。ライラはきっと、いつか誰も成し遂げられなかった大きなことをやるよ。お父さんにはわかるんだ。そっかな？えへへ。だから、ライラ、いつも楽しいことを考えるんだよ。辛いことは全部、お父さんに言いなさい。お父さんが全部引き受けてあげるから。君はただ、元気に、笑っていておくれ。ありがとう、お父さん。おい、見ろよこの青い肌。お前、なんでそんなに薄気味悪い色をしてるんだよ。なんでって。僕はダートモールの血を引いてるから。嘘つけ。こいつシャンブラーなんじゃねえの。死人が人間に化けて紛れ込んでるんだ。違うよ。僕はシャンブラーなんかじゃないよ。お前の母ちゃんもシャンブラーなんだろ。親子揃って街を呪いに来たんだ。出ていけよ。違うって言ってるだろ。お前ら、酔ってたかって何やってるんだ。アニム先様だ。しかも、トロス王の三男坊じゃん。やべえ、逃げろ。弱い者いじめしかできない、くだらない奴らだな。イルゴ、
様、助けてくれてありがとう。様をつけるなって言っただろ、ゾロ。俺たちは友達だ。イルゴでいいよ。あ、ごめん、イルゴ。でも、いいの？今って瞑想の時間じゃないの？平気平気。俺は兄貴たちと違って三男坊だしな。最近じゃ親父も、お前はもう好きにしろって諦めて何も言ってこないんだ。はは、不真面目だな。巫女様が聞いたら怒るよ。じっとして瞑想するより、剣の稽古をしてる方が性に合ってるんだ。なあ、後で剣に稽古をつけてもらおうぜ。お前も一緒にさ。僕は、ほら、昼間はあんまり動けないから。あ、そっか。悪い悪い、忘れてたよ。じゃあ、夕方だな。日が沈みかけたら迎えに来る。約束だぞ。わかったよ、イルゴ。楽しみにしてる。よし、ようやくアニマ様を終えるスペースが形になってきたね。この中央広場だけで1年近くかかったな。だが浮かれるのは早いぜ。城全体の進捗はこれでもまだ 20% ってところだ。分かってるよ。城だけじゃないもんね。この後は外周の城壁をがっちり回収しなきゃだし、迎賓館建てて病院も建て直して、それから居酒屋や学校も。はあ、仕事が山ほどあって全然追いつかないよ。私は一体いつになったらお嫁に行けるんだよ。別にしなくていいだろう。なんだ。ブロ、今なんか言った？なんでもねえよ。ほらぼさっとするな。手を止めてるんじゃねえぞ。このバカ。バカっていう方がバカなんだよ。このバカ。うっせえ。作業しろ。バカ。毎日のようにこの町にはアニマ様の導きを求める人たちがやってくる。そのほとんどは近隣の共和国の人たちだ。彼らの国では私たちの信仰をアニマ教と呼んでいるらしい。かつて家族の絆を指していたアニマの子らという名は多くの人々に広まるにつれ、いつしかアニマ教という名前へと変わっていった。やあやあ、久しぶりだね。相変わらずここは活気がすごいね。プリシラさん、お元気そうで何よりです。おお、これが噂の古城の城かい。いやはや、なんとも素晴らしい辺境の村だった頃が嘘のようだね。ふふ、みんな頑張っていますから、今日はトレードの交渉ですか？いや、今日は商売じゃない。元老院議員様たちのお供だよ。トロス王とこれからのこの国の進む道について大事な話があるのさ。大事な話？共和国の議員さんがわざわざ？今、共和国ではアニマ教が凄まじい勢いで広まっていてね、元老院の中にも熱心な改宗者が多いんだ。それに今のヒタルタには破竹の勢いだろう。軍事的にも経済的にももはやここが地域の中心であることは明白だ。正直なところ、この波に乗り遅れたくないというのが議員様たちの本音さ。属性というのは現金なものでね。ヨラバ大樹の影、いや、この場合はヨラバアニマツリーの影と言うべきかな。そうなんですか。なんだか難しくてよくわからないです。要するにさ、千鳥くん、我々共和国はトロス王への進駐を決めたのさ。では単なる同盟ではなく我が下につくと？はい。我ら共和国はアニマ教を国教と定め、トロス王に忠誠を誓います。租税を納め、有事には兵役も担いましょう。ただ、都市の自治だけはこれまで通り認めていただきたい。我らにも守るべき暮らしがありますゆえ。いいだろう。その申し出、受けよう。これからはアニマ様の下、共に歩もうではないか。ありがとうございます。さて、これほど低姿勢な申し出だ。我らに何を求めている？単なる保護だけではあるまい。さすがはトロス王、お見通しとは恐れ入ります。
我らは、この地域の平定を求めます。現在、この地域は南北をするモーク族に挟まれております。奴らは領土の拡大を企んでおり、たびたび襲撃を仕掛けてきておるのです。それより、この虫のコロニーはどうだ。こちらの増殖を食い止める方が、急務ではないか。おっしゃる通りです。ですが、虫の完全討伐には時間がかかる。その隙を突かれる恐れを考えれば、まずは背後のスルモークを壊滅させるべきかと。スルモークを撃ち、次に南のインビットどもを追い出す。そして、最後に全軍をもって虫のコロニーを焼き払う。さすればこの地には、平和がやってまいります。つまり、アニマ様の力で敵を撃ち、一帯を平定してほしい。そういうことだな。おっしゃる通りです。もちろん、我らも兵を出しますし、物資の負担も責任を持って行います。どうか、アニマ公国の初陣を。アニマ公国ですか？まあ、大国である共和国が進化として上にいただく国だからね。いつまでも光る谷の集落のままじゃあいつらの格好がつかないのさ。名前なんて何だっていいと思うんですけどね。そうなんだけどね、人の世ってのは中身と同じくらい見栄えや形式を気にする連中が多いんだよ。なんだか最近話が大きくなりすぎて正直ついていけないんです。初めてキャラバンでコルベトマガスに行った時はあんなに楽しかったのに。ああ、覚えてるよ。牛を連れて冬を越すために必死に毛皮を買いに来てたね。お酒やタバコを教えてもらって見るもの全てにワクワクしたんです。いつか私たちの集落もあんな立派な町にしたいって。夢は叶ったじゃないか、千鳥くん。今やここはこの地域で一番立派で一番大きな町だよ。そうなんだけど、なんだか自分たちの手が届かないくらい大きなものに変わっていくのが少し怖いんです。都市というのは生き物なのさ。たくさんの人の夢や希望、そしてドロドロした欲望なんかを栄養にして育っていく。それはある時誰にも制御不能になる、そういうものさ。制御不能に。だがトロス王なら、そして君たちがそばにいるなら、この町を正しく育てられるんじゃないかって私は思うよ。そうですね。頑張らなきゃ。みんなが幸せに暮らせるように私たちが頑張って育てます。ふふ、それでこそアニム専属だ。期待しているよ。プリシュラさんはこれからどうするんですか？まだキャラバンを続けるんですか？ああ、諸国を回って情報を得るのも私の大事な仕事だからね。ここを出たら次は西へ行こうと思っているよ。西、アンボイスカとヘッセカの領地があるところですよね。今あっちから逃げてきた難民がすごく増えてるんです。ヘッセケの軍勢が暴れているって危なくないですか？この世界に危険じゃない場所なんてほとんどないよ。このアニマ公国の領土以外はね。そうなんだ。気をつけてくださいね。帰ってきたら必ずまた寄ってください。もちろんだよ。次に来るときはあの立派な城が完成しているんだろうね。楽しみに帰ってくるよ。それから一月が過ぎた頃、西からやってきたアンボイスカのキャラバン隊から知らせが届いた。プリシュラさんのキャラバン隊がヘッセケの軍隊に襲撃されたと。アンボイスカの守備隊が現場に駆けつけた時にはキャラバン隊は全滅していたそうだ。生き残っている者は誰一人としていなかったそうだ。
行政官、あの壁の外にひしめいているテントはなんだ。あんな場所以前はなかったはずだが。おうよ、あれは辺境から流れてきた難民たちです。ここ数週間で手に負えないほどの数が押し寄せてきまして。なぜ町の中に入れない。広場を使えば収容できるはずだろう。おうよ、そう簡単には参りません。すでに市内の人口密度は限界です。それに市民が不安がっております。難民のせいで町の治安が悪くなると。お前ももともとは難民だっただろう。もう忘れたのか。忘れなどしません。ですが我々はアニマ様の教えに従い、この国のために必死に働いております。しかし彼らはアニマ様を信仰していない者たちです。ただ寝床と食事を求めてアニマ様の恵みにたかりに来た者たちとどうして暮らせましょう。信者ではないから入れぬというか。王がお優しいことはよくわかっております。しかし彼らを町に入れれば不用意にアニマ様を軽んじる者もいるでしょう。すると市民といさかいになるのです。時には流血沙汰になることもあります。ああして分けてやることは彼らのためでもあるのです。どうかご理解を。分かった。だが今のまま彼らを野ざらしにしておくことは許さん。たとえ異教徒であろうとアニマの慈悲を求めてきた者たちを飢えた獣や賊の餌食にさせてはならん。キャンプの周囲に防壁を建てよう。炊事場と診療所もだ。それでは城の建設に差し支えますか。構わん。城など後回しでいい。よい。王の慈悲深さに難民たちもさぞかし感謝することでしょう。すぐに手配いたします。ロビー、あの壁の外の惨状を見たか。これ以上路頭に迷う難民を増やさないためにも、やはりこの地の平定を推し進めるしかない。力で秩序を敷くしか道はないんだ。そうね。争いの種が消えなければ悲しみも難民も決して消えることはないわ。私たちがもっと強ければプリシラさんのような悲劇もきっと起きなかった。トロス、今回のスルモーク討伐、私も行くわ。何を言っている。巫女が国を離れては民も兵たちも不安がる。戦いは俺たちに。いいや、まさかロビー、あの力を使うつもりか。今度の戦いは今までとは違う。襲ってくる敵を追い払うのとはわけが違うのよ。トロス、こちらから敵の拠点へ赴き、命を奪い去る。それは逃れようのない罪よ。そんな業を子供たちに背負わせるわけにはいかないわ。千鳥ちゃんや伊勢ちゃんにもよ。それは私とあなたが地獄まで持っていくべきものなのよ。ロビー、大丈夫よ。ロゴモレグアも立派に成人したわ。兄ももうアニマ様の声を聞くことができる。あの子たちが血の匂いのしない平和な世界で暮らせるように、私たちの代で全てを終わらせましょう。今までこの力を殺生に使ったことはなかったけれど、大丈夫。覚悟はもうできているわ。わかった。共に行こう。ロビー、お前の魂を一人で怪我させはしない。ちょっと出陣前にここだけは見ていきなさいよね。王様の寝室ついに完成したんだから。これはなお内装は好きにしていいと言ったが、いくらなんでもトイレを純金で作る必要があったのか。当たり前でしょうが、見栄を張るための城、権威を見せつけるための広告、その王様が使う場所がそこら辺の石ころと同じでどうすんのよ。いや、だが寝室の奥のトイレなんて人に見せるもんじゃないだろう。いいんだよ、王様なんだから。自分一人で使う場所が一番豪華なのが最高に贅沢なんじゃない。分かってないわね。掃除をする者の身にもなってやれ。ところでさ、なんだ。今回の討伐、スルモークを殺せってアニマ様が言ったのかい？いいや、
これはただの欲だ。国を大きくし安寧を維持しようとするエゴだ。どう作ろう大人。共和国にいいように利用されてるだけだと思うんだけど。分かっている。だが利用されることも含めて今の我々にはこの道しかないんだ。でも行くんだね。ああ、がっかりしたか。ちょっとね。でも気持ちはわかるよ。あんたが背負ってるものの大きさもね。は、政治のいざこざとか一番やだよ。私はトンカチ叩いてる方が何倍もマシ。でも生きて帰ってきなさいよね。あんたがいなきゃせっかく作った金のトイレが無駄になってもったいないからね。ああ、分かった。必ず戻ってここを使わせてもらおう。聞き間違いではないな。巫女様がこの最前線に来ているだと。正気か、トロス王は。万が一、あの方の身に何かあれば、公国の、いや我ら共和国の民の士気はどうなると思っているのだ。心配は無用ですよ、議員閣下。学殿、しかし、戦場は女子供の来る場所ではない。早くお下げするよう進言せよ。女子供を、巫女様を侮辱するのは議員閣下といえど許されませんよ。しかし。まあまあ、落ち着け学。しかしな、危険なのは確かだぜ。何かあってからじゃ遅い。俺は子供の時から巫女様のそば近くにお仕えしている。だから知っているんだ。巫女様は王よりもおそらくここにいる誰よりも強い。その意味をあなた方は今から思い知ることになる。なんだと。それは一体。あれはエンシェントトロル。人狩りか？いえ、我らのことは無視してまっすぐスリモークに向かっています。信じられん。動物たちが。ありえん。自然界の獣たちがこれほど正確に敵だけを。これは奇跡か？それとも。我らも行くぞ。全軍前へ。もう終わってるべ。オラの出番なしだべ。動物たちが帰ってくる。まさか、巫女様がこれほどまでの力をお持ちだったとは。我らは、アニムセン一族を少しばかり甘く見ていたようだ。閣下、この上は打算などして、一点の曇りもなく中心を持ってお仕えしましょうぞ。ああ、もしアニマの激流に触れれば、我ら共和国の都市も、このように殴り殺しにされるやもしれぬ。アニマツリー、あれは触れてはならぬ、恐るべき神の牙だったのだな。我らの忠義を示す手立てを、急ぎ考えましょうぞ。上辺の言葉だけではきっと足りませぬ。そうだな。あの神の牙が、決して我らに向けられぬように。チェンよ、俺はずっと思っていた。この世界に神のような存在が本当にいるのかとな。あ、俺にはあのアニマツリーの声なんてちっとも聞こえやしない。だが、今、目の前にあるこの光景を見て確信したよ。俺は今、本物の神を見ているんだな。あの方こそ、この荒野に現れた、生ける神だ。俺たちが仕えていたのは、ただの巫女じゃなかったんだな。そうかもしれねえ。神様ってのは、慈悲深いだけじゃ務まらねえもんだべ。ブリオ様、キャンプに高熱のものが、顔がどす黒く変色しています。熱のあるものを一箇所に集めてください。感染が広がらないよう、健康なものとは距離を、急いで。
なんてこと、子供たちまで。ブリオ、倉庫から薬草を持ってくるわ。伊勢、大丈夫か？大丈夫よ。ちょっとつまずいただけ。伊勢、しっかりしろ。皆様、決して城の外へは出ないでください。今、地中でペストが発生しております。どういうことだ？病人の数は？治療の状況はどうなっている？報告しろ。今、ブリオ様とネザー様が不眠不休で治療に当たってくださっています。どうか病が治まるまでここでお待ちください。なんてことだ。父上も母上も遠征で不在の時にこんな事態になるなんて。兄上たち、ここでぼさっとしてる気かよ。外ではみんなが苦しんでるんだぞ。だが僕たちにブリオ王子様のような治癒の力はない。何もできないよ。それに今は行政官が僕らを出してくれないんだ。ロボニー、今ここで一番偉いのはロボニーだろ。兵に命令しろよ。俺たちにだって手伝えることは山ほどあるはずだろ。ダメだ。もし俺たちまで病にかかったらアニム戦一族の危機だ。みんなが大変な時に自分たちだけ安全な場所にいろってのかよ。弱虫。イルボ、兄上に対して口が過ぎるぞ。やってらんねえ。待て、イルボ。放っておけ。レグは。お姉ちゃん、お腹すいたよ。我慢しなさい。今みんな大変なのよ。ロボ兄様。なんて無力なんだろうな。俺たちは。兄上。みんなご飯を持ってきたよ。ママ。不安だろうけど心配しないで。お城の中でもやれることはたくさんあるよ。みんなのご飯を作ったり掃除をしたりね。いつも誰かにやってもらっている仕事を今度は私たちがやる番。ねえ、アニちゃんも手伝ってくれるかな？はい、おばさま。大丈夫よ。もうじきロビちゃんも帰ってくる。そうすればこんな疫病なんてロビちゃんがすぐに収めてくれるわ。ゾロ、お父様が帰ってくるまで絶対に家から出ちゃダメだよ。わかってるよ。よしよし、怖くないよ。遊んであげるから泣かないで。カク、お願い、早く帰ってきて。お母さんが泣かないで。お父さんはすぐに帰ってくるよ。おーい、ゾロ、いるか？イルボ、何してんの？お城にいるんじゃなかったの？へへ、抜け出してきた。工事中だからな。抜け道なんていっぱいあるんだ。それより腹減ってないか？城から干し肉をくすねてきたぜ。いっぱいあるから後で近所の人にも配ってやるよ。ありがとう。でもしないは危ないよ。早く戻りなよ。ああ、様子を見たら戻るよ。城の兄上たちにも外がどうなってるか教えてやらないとな。けど思ったほどシチューはひどいことになってないな。病人はどこにいるんだ？病人はほとんど難民キャンプの人たちだからね。行政官が王が帰ってくるまで町の門を閉ざして誰も出入りさせないって決めたんだ。じゃああの壁の外の連中は放置されてるのか？仕方ないよ。伊勢様がペストにかかったんだ。なんだって？伊勢おばさんが？伊勢様は今市内の病院でブリオ様がつきっきりで手当てしてる。それで行政官はこれ以上広めないために門を閉ざしたんだ。病院にも今は誰も近づけないってさ。アニマ様、力を。あと少しだけでいい。
僕の脳が焼き切れても構わない。彼女を、伊勢を救う力を。やめんか、お前まで死んでしまうぞ。嫌だ、伊勢、伊勢。ブリオ、もう、いいのよ。その力は、私に使っちゃ、ダメ。何を言ってるんだ。君がいなくなったら、僕は一体、何のために。子供たちを、助けてあげて。そんなこと言わないでくれ。僕は救世主になんてなりたくない。君の夫でいたいだけなんだよ。私を愛してくれてありがとう。でも自分を壊さないで。お願い、ブリオ。私を誇らしいあなたの妻のまま行かせて。伊勢、返事をしてくれ。伊勢。伊勢。お願い、子供を助けて。開けてくれ、みんな死んでしまう。頼む、子供だけでも治療を。王と巫女様はまだ戻らないのか。連盟はどうした？行政官殿、門の外に難民が押し寄せています。救いを求めて叫んでいます。ダメだ、今は誰も出入りさせるな。全員追い返せ、一歩も通すな。門を開けろ。行政官。ロゴ様、なぜここに城の中にいらっしゃらねば。しかも門を開けろとは、難民どもを中に入れるおつもりですか？大丈夫、僕が出るだけだ。門を開けてくれ。なりません。あなたまでお倒れになったらこの町の医療が。案ずるな、町の者はわしが見てやる。老骨に鞭打つのは慣れっこじゃ。それに治癒を司るブリオにはアニマの加護がある。病にはならん。ですか？行政官、これは命令だ。叔父上を通せ。
しかし万が一これ以上被害が広がれば王に何と申し開きをすれば。心配するな。お前の責任になんてしないよ。みんなよく聞いてくれ。王の不在中に起きたことは全てこのロゴミュウの責任である。全ての責任は僕が取る。だから叔父上を行かせてくれ。わかりました。門を開けろ。国王様をお通ししろ。さすが兄上だ。ああ、ビルボ。ああ、兄上も叔父上も最高にかっこいいぜ。テストは多くの難民と、そして伊勢ちゃんの命を奪いました。けれどブリオが治療を再開したことで多くの命が救われたのもまた事実でした。嵐が去った後、ほとんどの難民は立ち去りましたが、何人かはアニマ様を信仰するようになり、この谷にとどまることを選んだのです。ブリオ様。この子の命を助けてくださって、本当にありがとうございました。ブリオ様、ありがとう。もう、どこも痛くないよ。ええ、元気になってよかった。本当によかった。司祭は聞いている。行政官のことは悪く思うな。あれは職務に熱心で秩序に対して忠実な男だ。はい。それと聞いたぞ。お前が全ての責任を取るから門を開けろと言ったそうだな。はい。叔父上が治療の再開を望んだので。叔父上にはアニマの加護があり、病にはかからないと聞いたからです。それでもし疫病が市内に広がり市民が犠牲になったら、お前は具体的にどう責任を取るつもりだったのだ。それは。よいか、王の責任の取り方はたった一つしかない。シダ、お前はあの時本気で腹をくくり
自らの命で償うつもりだったか。門を開けさせた判断そのものは悪くない。だが王たる者が軽々な発言をすることは許さん。お前の言葉には国の運命と民の命がかかっているのだ。はい。お前には罰を与える。3日間自室にて謹慎せよ。己が発した言葉の重みをよくかみしめろ。わかりました。申し訳ありませんでした。父上はロボニーにだけ異常に厳しいよな。俺たちには結構優しいのにさ。それは兄上が次の王になるからだ。父上は兄上を息子としてではなく一人の王として見ていらっしゃるんだ。王様になるのってなんだか大変なんだな。ロビー、風が冷たくなってきた。もう部屋に戻って休め。トロス。伊勢のことは本当に残念でならない。かける言葉も見つからん。私がそばにいれば、ブリオと力を合わせれば、伊勢ちゃんを助けられた。お前のせいではない。あれは防ぎようのない最悪だった。いいえ。私には、これが私に下された罰のように感じるの。あんな恐ろしい力を使って多くの命を奪ったことへの。ブリオになんと詫びればいいの。私、合わせる顔がないわ、トロス。聞け、ロビー。スルモークが降伏の使者を送ってきた。共和国の議員たちもお前への忠誠の証としてズクレイドの討伐は自分たちが引き受けると言ってきた。もはや人間たちは我らアニム戦を侮りはしない。恐れ、敬い、我らの盾となることを選んだのだ。これで俺たちの子供たちもそのまた子供たちも平和に暮らせる時代が来る。地を這うような苦労をさせずに済むのだ。すべてお前のおかげだ、ロビー。俺はお前を誇りに思う。トロス。だからどうか自分を責めないでくれ。部屋に戻って横になってくれ。頼む。わかったわ。ごめんなさい。心配をかけて。共和国がズクレイドを片付けてくれるなら、後の懸念は虫だけですな。ああ、巣の規模からして討伐隊は大規模になるだろうな。蛮族相手ならともかく、あの巨大な虫どもに歩兵を突撃させるのは得策ではありませんね。無駄な犠牲が出るばかりだ。千鳥のように火を使うしかあるまい。巣ごと焼き払い、一気に根絶やしにするのだ。そうですね。鍛冶師に知恵を出させましょう。効率よく巣を焼くための道具を。準備に時間をかける価値はありますな。そうだな。スルモークとズクレイドの脅威が消えた今なら余裕がある。万全を期そう。承知しました。それと王よ。なんだ。私に騎士団を組織することをお許しくださいませんか。騎士団だと。はい。単なる兵士ではなく、戦闘に長け、自らの全てをアニマ様と巫女様に捧げる。広告の剣となる者たちをえりすぐった集団です。広告の剣か。今、広告に必要なのは剣です。慈悲深い巫女様の代わりに、その意向を示し、汚れ仕事を一手に引き受ける者たちです。どうか、このラーゴメに、その名誉をお与えください。お前にはずっと助けられている。お前の忠義も実力も疑う余地はない。いいだろう。騎士団を作ることを許そう。ありがとうございます。この命、必ずや巫女様と広告のために。騎士団とはな、そなたもえらくけったいなことを思いついたもんじゃの。
人は死ぬ。愛する者も守りたい者も戦いや病であっけなく土に帰る。だがアニマ様と巫女様だけは永遠だ。俺は決めたんだよ、ネザー。これからの俺の命は俺のもんじゃねえ。過去も名前もこの後の人生も全部あの方に刺されてやる。それがこのクソみたいな世界で唯一腐らねえ生き方なんだよ。まったく極端から極端に走るやつじゃな。元盗賊がホーリーナイトとは笑えぬ冗談じゃ。お前に付き合わされるチェンが気の毒でならんわ。なあ、以前俺が遺跡で見たものの話を覚えているか。神殺しか。そうだ、あの遺跡にいた奴らはここに神を殺しに来た。そして滅んだ。神っていうのはアニマ様のことなんじゃないか。可能性はあるがな。だが奴らが狙ったのはもっと実体的な、いや予想。あんたなら本当のことを知ってるんじゃないのか。いつからこの谷にいる？わしはその時この惑星にオラなんだでな。お前と同じ過去のログを読んで知っているだけじゃよ。それも断片的なものじゃがの。惑星。お前が知らぬ世界の言葉じゃ。気にするな。なあ、前から聞きたかったんだが。なんじゃ、改まって。あんた一体何歳なんだ？その知識とても人間一人の一生で得られるもんじゃ。淑女に年齢を聞くでないわ。撃ち殺すぞ。ごめんなさい。ヘッセ家の使者だと。いかがいたしましょう。門前払いにしますか。いや、青、奴らが何を言ってくるのか興味がある。この度は偉大なトロス王にお会いでき、上越至極にございます。世辞はいい。要件は何だ？我が主、ヘッセ家の当主エルビラ様はアニマ公国との和平を望んでおります。ほう、我が方のキャラバンを襲撃しておいて和平だと。あれは不幸な事故にございます。アンボイス家との小競り合いに貴殿の隊が巻き込まれてしまった。我が主は公国との戦争など微塵も望んでおられません。そこで今より7日後、アンビアナムの森にて王同士の会談を提案したく、直接お会いし誤解を解きたいとの意向です。わかった。明日返事をする。それまで使者殿は城内で休まれよう。寛大なお計らい、感謝いたします。罠です。同感です。わざわざ森まで王を誘い出すなど資格を用意しているに決まっています。だろうな。だが以降断る理由がない。ではすぐに部隊を用意します。伏兵を逆撃してやりましょう。ならん。俺一人で行く。無茶です。自ら死地へ飛び込むようなものだ。王よ、せめて俺をお連れください。お一人で行かせるわけにはいきません。わかった。ガク、お前も来い。二人で行く。待ってください。二人きりなんて無茶だ。もしも王に何かあったらこの国はどうなるんですか？その時はヘッセ家の当主も道連れにしてやるさ。スルモークもスクレイドも消え、今が最大の攻め時だ。ここで奴らの頭を打ち取れれば周辺の憂いは全て消える。もし奴らが本気では兵を望んでいるなら、それはそれで願ってもないことだ。行かないという選択肢は俺にはない。しかし。ラワゴ殿、王を信じましょう。わかりました。ガク、必ず王をお守りしろよ。必ずだぞ。ああ、もちろんだ。この命に変えてもな。誰？レグアか？今は謹慎中なんだが。私です。ロゴニー様。兄じゃないか。どうして？見つかったら君まで怒られるよ。早くお戻り。お腹が空いてるかと思ってお食事を。ありがとう。兄はいつも優しいね。そのロゴニー様は悪くないと思います。いや、王の言うことはもっともだ。
俺には覚悟が足りない。でも、兄様が門を開けさせたこと、とても嬉しかった。お父様も、兄様に感謝していました。ありがとう、兄。そうだ、いつか君にもらった押し花、大切にしているよ。本当に嬉しい。私の代わりに、いつもおそばに置いてくださいね。あ、ずっと大切にするよ、兄。またどこか行っちゃうの？今度はそんなに遠くない。2日、いや、3日もあれば戻るよ。寂しいよ。ガク、あなたがいない夜は森の音が怖いの。心配するな。おう、サラはまた大きくなったな。おとたま。なんて可愛いんだ。この子は将来、くさびみたいなすごい美人になるぞ。もう、知らない。お母様はご機嫌斜めだな、ゾロ。父さんがいないとお母さん、ずっと泣いてるんだよ。そうか。ゾロ、聞け、お前はもう立派な男の子だ。もしも俺が帰ってこなかったら、母さんと妹を守るんだぞ。帰ってこないの？もしもの話だ。だが忘れるな、俺は王の盾だ。いざという時、俺は王のために死ぬ。お前はその誇りを心に留めておくんだ。わかったよ、父さん。こうしてトロス王はヘッセ家との和平交渉のために旅立ちました。友は守備隊長のガクたった一人。誰もが止めましたが、王は決して耳を貸しませんでした。そしてこの和平交渉がまた私たちアニム戦の運命を大きく変えていくきっかけになるのでした。バズ、学校の時間だよ。遅れるよ。やだ、学校つまんない。ダメよ。ちゃんと行きなさい。お友達も待ってるよ。リンゴが3つありました。1つ食べたら残りはいくつか、なんて、そんなのわざわざ集まって話すことじゃないよ。学校なんて言っても、ちっとも役に立たない。もう、そんなこと言って。ああ、学校に行ったら、今日のおやつはかぼちゃパイにしようと思ってたんだけどな。わかったよ。パイのためなら、行くよ。まったく、あの子の勉強嫌いも困ったもんだね。でも本はよく読んでるよ。ネザー様のところから借りてきた難しそうなやつを。そうだけど、でも、あの子、最近ちょっと変なの。この前なんて、朝から日暮れまで、ずっと道端の石を見てたのよ。声をかけても返事もしないで。大丈夫だよ。僕と君の子供天才に決まってるさ。少し好奇心が人より強いだけだよ、きっと。もう、のんきなんだから。ただでさえ、お兄ちゃんが和平交渉に行ってからもう3日経つのに。本当に、大丈夫なのかな？心配だよ。よくぞ来られた。アニマのトロスよ。噂にたがわぬ胆力、数百の我が手勢の中に、たった2人で踏み込むとはが。よほどこちらを侮っているか、それとも死に場所を探しているのか。軍勢を連れてくれば、貴殿はそれを宣戦布告と受け取ったはずだ。そうなれば、私の兵と貴殿の兵、双方が無駄に血を流すことになる。殊勝なことだ。だが、森の陰に伏兵の一人すら置かぬとは、平和ボケが過ぎるのではないか。それとも、私にそこまでの真偽があるとでも。
真偽など期待してはいない。だが貴殿のような捕食者が最も嫌うのは皿の裏に毒を仕込むようなせこい真似だ。ここで私が伏兵など置けば貴殿は興ざめして即座に開戦を選ぶだろう。私は貴殿の矜持にかけた。そして万が一の時貴殿を仕留める戦力ならば岳がいれば十分だ。私は無駄な時間を省きたいだけだ。分かっていただけたかな、エルビラ殿。誘拐だ。敵陣のど真ん中で私の首を取ると言い切るか。なるほど、なるほど。お前は私の格を認めた上でそれを逆手に取って単身乗り込んできたのだな。貴殿の言う通りだ。こそこそとネズミを隠すような男なら今すぐその首をはねていたところよ。分かっていただけて何よりだ。それにしても随分と私のことを調べたのだな。調べずとも貴殿のことは嫌というほど耳にしている。若干18歳でヘッセケの当主となって以来、あまたの戦で屍を築いてきた希代の戦略家にして誇り高い悪女とな。知った風な口を聞くなよ、犬ころが。だがまあいい。貴殿らのような得体の知れない力を持つ者たちと今すぐ決着をつけるのは確かに少しばかり骨が折れるであろうが、よかろう。貴殿のその呆れるほどの傲慢さに免じて今は受けてやる。よろしい。我らアニマ公国とヘッセケは今この時より不戦の誓いを立てる。境界を犯さず交易の安全を保障するヘッセケ当主として異論はあるか。異論はない。それとこちら側の事故で失わせたキャラバン隊の賠償金も支払おう。貴殿へのささやかな誠意だ。たやすく口にしたな。あの隊の長はかけがえのない友人であった。貴殿の支払う代償は高くつくぞ。構わん。いいねで払ってやる。その金でまた新しい友でも買うがいい。結構だ。貴殿の蔵が空にならぬよう祈っておけ。後ほど請求を送る。これでめでたくは平成率だな。だがトロス、私は貴殿を友人だとは思っていない。ただ今は刃を向けるよりも互いに声太る時期だと判断しただけだ。当然だ。砂時計が止まっている間にどちらがより鋭く剣を研ぐか。ただそういう話だ。完璧だ。あ、素晴らしいな。こんなにゾクゾクしたのは久方ぶりだよ、トロス。貴殿は自分が今死の淵に立っていることを完璧に理解していながら、なおも私をただの商談相手として品定めしている。良い匂いだ。鉄と獣の香りと、そしてかぐわしいリチの匂い。私は頭の良いものが好きだ。貴殿のように何者も恐れぬものが好きだ。そういうものを絶望の淵で切り裂くのが何よりも好きなのだ。たまらん。今すぐお前の喉を切り裂いてその唇にむしゃぶりつきたい気分だ。どうした？逃げないのか？この距離ならお前の心臓に私の歯が届くぞ。貴様、それ以上を愚弄すると。よせ、ガク、聞いていろ。やってみるがいい。貴殿の歯が私の心臓をうがつのが先か、その良くなるのドブへ私が噛みちぎるのが先か、試してみるか。超加速。素晴らしい。貴殿は最高だよ、トロス。互いに大でなければ良い伴侶になれたであろうに。大でなくともそれはお断りだ。貴殿のような猛獣を隣に置いて安眠できるほど私はずぶとくないのでな。ふふふ、だろうな。安心せよ。砂時計が落ちきるまでは貴殿の眠りを邪魔する無粋な真似はさせん。だが研いでおけよ、トロス。次の仰せは戦場が。貴殿が私を殺せぬのなら、私が貴殿のすべてを食らい、お前の亡骸としとねを共にしてやるぞ。その時を楽しみにしているよ、女傑殿。怖すぎませんか？何ですかあの女は。噂以上だったな。だがガク、奴は恐ろしく理性的だ。あれがですか？
どう見ても血に飢えた狂人にしか見えませんでしたよ。ロビの力は当然奴の耳にも入っているはずだ。それを計算に入れた上でのあの芝居だろう。つまりあの凶器すらも交渉の道具だったと。半分は本性、半分は相手を飲むための刃だろう。いずれにせよ和平交渉は成立だ。しばらくは奴らを気にする必要はない。成功というわけですね。一時はどうなることかと。ああ、だが時が経てば今日の合意など薄れて消える。関係が冷え切る前にこちらが圧倒的な力を蓄えねばならないぞ。ラワゴ殿の騎士団ですね。平和を楽しむ時間はそう長くはあるまい。戻るぞガク。よろしいのですか。これだけの兵を伏せていたのです。今ここで奴の背負い抜けば楽ですよ。ならんな、お前。私の楽しみを邪魔する気か。いえ、決してそのようなことは。あれは獅子だよ。獅子は数で囲んだところで仕留めきれん。仕留め損なえば逆にこちらが食われるだけだ。和平は成功だ。今は奴に束の間の王座を楽しませてやればいいさ。次のデートが楽しみ。ふふふふふふ。この人戦争のことでとって言ってる。怖い。聞いたか？騎士団の話。ああ、隊員の募集をしてるらしいな。アニマ様の騎士団か。ちょっと憧れるな。入ってみようかな。やめとけ。分岐を見たか。めちゃくちゃ厳しいぞ。え、そうなの？師団者の諸君、我々はアニマ様と巫女様のため全てを捧げるものである。一つ己がを捨て家族を忘れよ。騎士たる者にもはや過去など不要。汝らは今日この時より巫女様の慈悲を体現する名もなき剣となれ。一つ無趣無欲。製品こそが至高と知れ、財を蓄えるな、贅沢を拒め。汝らの血肉はすべて神聖なるアニマツリーを育むための肥料であると心得よ。一つ命を惜しむな。我らの命はすべてアニマ様と巫女様のためにある。巫女様のために準じることこそが最高の名誉と心得よ。広告の浮上をそぎ落とし、巫女様の行く先を血で清める。それが騎士団の唯一の存在理由である。この地獄へ踏み込む覚悟のない者は今すぐ去れ。だがもし全てを捨てて捧げるというのなら、汝らの魂は永遠にアニマ様と共に輝くであろう。かつて慈悲深き巫女様は高潔なるグリフォンをお手なずけようとされた。だが御身に宿りし新たな命の誕生によりその翼は空へと去った。ならばあの時失われた翼に代わり、我らが巫女様の翼となり、空を模索鋭き爪となろうではないか。汝らの名は今日よりグリフォン騎士団である。名を捨て家を捨てた汝らは巫女様の誇り高き厳重の羽となりて広告の敵を焼き尽くすのだ。晴れにぶち上げたな、ラーゴよ。予想以上に残ったな。この調子ならものになりそうだ。しかし、盗賊の頭が騎士団長か、じじいどもが知ったら腰抜かすぞ。もうそんな過去なんざどうでもいい。この調子で団員たちにメッシを叩き込むぞ。自分の頭じゃ何も考えられないようにして、兵を完璧にコントロールするんだ。それで、兵隊を洗脳して何をするんだ。決まってるだろう。巫女様のために死ぬんだ。さあ、忙しくなるぞ。ありゃ、本気か。こりゃ困ったべ、どうすっかな。よいか、弓矢が空をかけ、投げた石が必ず地面に吸い寄せられるのは偶然ではない。物には重さがあり、大地がそれを引き寄せる重力があるからじゃ。この力があるからこそ、我らは宙に浮くこともなく、この地に立っていられるのだぞ。
むにゃむにゃ。そこの、今まさに重力に逆らえず神戸を垂れておるものも、例外ではないのじゃ。お主、ずっと居眠りしておったな。だって、知ってることばっかりで退屈なんだもん。ほう、今日の授業は、そこそこ難しかったと思うがな。基礎物理学でしょ。物の動きとか、重さの話、本で読んだからもういいよ。ならば、本には載っておらぬ問題を一つ出してやろう。まず、この油を熱してサラサラにした後、極寒の屋外へ放り出せばどうなる？冷えて、またドロドロに固まるでしょ。物質の中にある粒の熱運動が弱まって、内部摩擦、粘性が増えるから、そんなの当たり前だよ。では、その冷えていく一瞬を止めて、中を覗けたらどう見える？液体が固体に変わる境界、そこに意志はあると思うか？意志？そんなのないよ。ただの統計力学的な確率の問題。いや、待って。もし、冷却の速度を計算の限界まで速めたら？結晶になろうとする粒たちが整列する暇もなく、バラバラのまま固まってしまう。それは壊れた固体なの？それとも動けない液体なの？それが、ガラス状態の試練じゃ。秩序を求めながら、無秩序に閉じ込められた折、まず、この世界の断りは、目に見える結果ではなく、その揺らぎの中にこそあるのだ。揺らぎ。もしその不規則な並びを人為的に制御できたら、強度や熱の伝導を自由に変えられる。ネガー、もしかして、この世の全ての物質は、僕たちが書き換えられる式に過ぎないの？綺麗。なんて美しいんだろう。そうであろう。神が書いた数式の書き間違いを見つけるのが、我ら、地を追う者の喜びよ。楽しい。ねえネガー、もっと教えてよ。本に載ってない、この世界の壊し方をさ。無礼様、大変です。あのアニマ公国がヘッセ家と和平条約を結んだとの方が入りました。うっしょ、マジやばいじゃん。あの狂犬エルビアとトラシオが握手したってこと？我がアンボイス家の領地はちょうどヘッセ家とアニマ公国に挟まれております。もしもあの2国が手を組んで攻めてきたら、うちは一瞬で更地になりますよ。もう引っ越そうよ。どっか遠くの安全なバイオームにさ、荷物まとめてキャラバン組もうぜ。無理に決まってるでしょう。資産も領民も置いてどこへ行くんですか？どうすんのどうすんの？アイマが攻めてこなくても、今になったエルビアちゃんが嫌がらせしてくるよ。絶対来るよ。この際、アニマ公国と正式な軍事同盟を組んで、強力な後ろ盾になってもらうしかないですな。できんの？そんなこと？無礼様、当家にはあのお方がいるではないですか。あ、そうか。エレナちゃん、僕の自慢の超美人の娘がいたじゃん。恐れ多くも賢くも、天の恵みを一身に受けし勇敢なる偉大なるトロス王におかれましては、本日のご機嫌麗しく、こうしてご尊願を拝し奉る機会を賜りましたこと、私めにはこれ以上の誉れはございません。いつぞやのキャラバンの件以来だな。その説は、我が拠点の不手際で貴殿らの民を危険にさらした。改めて詫びよう。滅相もございません。過分なる賠償金、さらには傷ついた者たちへの慈悲深き手当。我が主ブレイモトロス王こそ真の西洋なりと、寝食を忘れて涙を流し感謝しておりました。ちょっと手がけしてきたな。堅苦しい挨拶は無用だ。徳志殿、多忙の身であろう。単刀直入に要件を伺いたい。はは、実は、両家の絆をより一層深め、永遠の安寧を築くため、トロス王のご長男、英明なるロゴ様と、我が主が慈しみ育てました長女エレナ様のご婚姻をご提案したく、まかり越した次第にございます。婚姻だと？はい、ロゴ様は18歳、エレナ様は17歳。
まさにお二人の門出にふさわしき良き年頃。これぞアニマの神が導きし良縁かと存じますれば。ふむ、わかった。急な話だ。こちらも重臣らと協議せねばならん。追って返答する。わかりやすいですね。ヘッセ家殿は平交渉を聞いて、アンボイス家は震え上がったんでしょう。だろうな。だが、これを機に何らかの条約を結び、西側の守りを厚くするのは悪い話ではない。ええ、将来的にヘッセ家と再び火花が散った際、その中間にあるアンボイスの領地は格好の干渉地帯になります。今のうちに取り込んでおく価値は十分にある。ロゴ様も18歳、王族の嫡男としてはそろそろ身を固めても良い時期でしょう。悪い縁ではないと思いますが。ロボか、まだ早いような気もするが。まあいきなり結婚とはいかなくても、お見合いの席くらいは設けてもよいのでは。あの特使、よよい返事をもらうまで一歩も動かない構えですよ。そうだな。まずは顔合わせといったところか。エレナちゃん、やったよ。おめでとう。アニマ広告のトロシオがロゴ君とのお見合いを許可してくれたんだよ。お見合いですって？お父様、急に何をおっしゃるの？どこの誰とも知れない殿方とこの私が。アニマ広告の第一王子だよ。これでアンボイスからは強力な後ろ盾がもらえるし、もしエレナちゃんが結婚したら、将来君の子供は広告の王様になれるんだよ。すごい話だろ。いやよ、あそこの王族ってアニムセンとかいう獣人なんでしょう？なんでこの私がイータキンみたいなケムクジャラのケダモノと結婚しなきゃいけないのよ。絶対に。いや、違う。全然違うよ。あそこは耳と尻尾がちょっと生えてるだけで、他は人間と変わらないんだよ。イータキンとは尻と尻尾、毛の量も匂いも全然違うんだって。獣は獣じゃない。いやよ。お皿に顔を突っ込んで生肉を食べるような種族と交わるなんて、想像しただけで寒気がするわ。まあ、そう言わずに。ほら、ロコ君のプロフィールと症状画をもらってきたから、見てみてよ。きっと気に入るよ。ねえ、すごいでしょ。頭も良くて、海の腕も一流。それにほら、見てよこの顔。びっくりするくらいのイケメンだよ。やだ、信じられないくらい、私好みの王子様じゃない。っていうか、めちゃくちゃイケメン。まあ、肖像画なんていくらでも修正できるものね。でも、まあ、そこまで言うなら、会ってあげないこともないわ。ほんと？じゃあ早速準備を。勘違いしないで、あくまでお見合いなんだから。もし本当にお皿に顔を突っ込んで食事をするような野蛮人だったら、その瞬間に帰らせてもらいますからね。兄上、お見合いなさるんですか？そうみたいだよ。今朝王から一方的に告げられた。どんな人が来るんでしょうね。楽しみですか？楽しみなものか。俺はチェスの駒なんだよ。レグは誰かの手によって盤上に置かれ、最適な場所に配置されるだけの代わりの利くポーンだ。今回のこともお礼の相談なんて一度もなかった。全部王と重臣たちだけで勝手に決めたことなんだ。兄上。母上ですら何もおっしゃらない。俺が何を思い、誰を大切に思っているかなんて、あの人たちの盤面には映っていないんだろうな。すまん、らしくない愚痴を言ってしまったが。僕は兄上の味方です。僕は力もなくて、兄上のために何かを変えることなんてできないけど、でも、話を聞くくらいはできます。だから。ありがとう。その言葉だけで十分だよ。参った。俺の負けだ。強くなったな。レグア。兄、食べる？まだ酸っぱいんじゃないかな。かもね、わあ、吸った。予想以上だわこれ。ほら、やっぱり言った通りでしょ。元気出しなよ。兄、そんな顔してると、このリンゴみたいに酸っぱい顔になっちゃうよ。元気だよ。ただ、少し考え事をしてただけ。大丈夫。ロゴニーは、きっと兄を選ぶよ。
会ったこともないお姫様なんか目じゃないって。そうもいかないよ。王様になるんだもの。私の気持ちだけでみんなを困らせるわけにはいかないよ。なんでよ、トロス王だって巫女のロビ様と夫婦じゃない。自分たちだけずるいよ。好きな人と一緒にいたって王様はできるはずだよ。ねえ、兄、いっそのことさ、二人で駆け落ちしちゃえ。キャラバンに紛れてさ、こっそりこの国を出ちゃうの。手伝うよ。荷物の準備も、見張りの目をそらすのも任せて。無理だよ。ライラ、ロボ兄様は、この国を見捨てたりしない。それに、私もいつか、この国の巫女になるんだもの。ふう、おい、開けますよ。お、すげえ、へっせけのやつは本当に払いやがった。正直、かなりの額をふっかけたと思ってたんですがね。当然だ、王たる者の約束だ。しばらくレンズ豆のスープしか食べられなくなろうとも払うに決まっている。ラーゴ、この金は1枚も残さず、プリシラとあの時のキャラバン隊の遺族たちに配れ。すぐに財務官に行って手配させます。あれ、手紙が入ってますよ。納品書か。事務的なものなら財務官に渡せ。いえ、風浪がエルビラ個人のもののようです。新書ですね。読み上げてもよろしいですか？あ、構わん。聞こう。親愛なる獅子王トロス殿。先日は実に楽しい時間をありがとう。あんなに熱く燃えたのは久しぶりで、私、しばらく興奮が収まらなくて大変だったわ。トロス様、まさかあの和平交渉の裏で、へっせけの投資様。そんなわけあるか。額に聞け。俺は潔白だ。分かってますよ。でもその手紙、ロビ様に見つからないようにした方がいいですよ。すぐに燃やす。あの女、くだらない嫌がらせをしよって。ねえ、トロス。どうしたロビー。へっせけのエルビラ様からのお手紙。なんであんなに慌てて燃やしちゃったの？何の話だ。そんなものは知らん。何かの見間違いだろう。ばあちゃんの目と耳に入るものは私にも入るのよ。忘れた。しまった。違うんだロビー。あれはただの嫌がらせだ。ああいう悪辣な女なんだ、奴は。本当だ。私は誓って不実な真似などしないぞ。クスクス、わかってるよトロス。ただ、少し慌てる顔が見たかっただけ。まったく、お前にはかなわんな。でもね、ロボのことも、そうやって分かってあげてほしいの。ロボの。あの子だって18歳よ。きっと、心に決めた人くらいいるんじゃないかな。一度くらい、あの子の本当の気持ちを聞いてあげなくてもいいの？聞く必要はない。トロス。俺とお前の時とは、状況が違う。今のアニマ公国には一刻の猶予もない。あいつの背中には、この国と民すべての命がかかっているんだ。そこに個人の感情を挟む余地はない。ロボも、それを理解しているはずだ。でもね、あの子の人生は、あの子のものよ。王様だからって、全部を捧げなきゃいけないなんて。ロビー、これは国家の存亡に関わる問題だ。言いたいことはわかる。だが、理解してくれ。もし、どうしても好きな女がいるなら、即失にでもすればいい。幸い、アニマの方では禁じられていないし。なあ。トロス、どうしたの？なんでもない。少しずつが。トロス、しっかりして。トロス。エーナちゃん、お見合いの件なんだけど、延期になっちゃったよ。さっきアニマ広告から死者が来てね、中尾くんが風邪ひいちゃったんだって。治ったらすぐに連絡するからちょっと待ってほしいってさ。ごめんね、エーナちゃん。風邪？
あんなにたくましそうな人なのに意外と体が弱いのね。せっかくドレスを新調したのに。まあいいわ。ごめんね。じゃあまた連絡が来るまで自分で先出ましててね。どうせ家病よね。私がお気に召さないってことかしら。愛もしないなんて失礼な人ね。無駄なことをするな。これは寿命だ。わかってる。これは痛み止めだよ。少し楽になったろう。ああ、嵐が去った後のように穏やかだ。ブリオ、正直に言ってくれ。俺に残された時間はあとどれくらいだ？今は春だ。木々の緑が濃くなる頃まではなんとか支えてみせる。けれどこの夏を越えるのは難しいと思う。そうか、わかった。夏か、早すぎるな。なんてことだ。あんなに頑丈だった王がまるで枯れ木のように日に日に弱っていく。正直見ていられん。おい、しっかりしろよガク。ここが正念場だ。お前がそんな顔をしてたら兵隊が動揺するぞ。わかっている。王の病はいずれ隠し通せなくなるだろう。そうなればハイエナどもが群がってくる。俺の方でも軍備を整えておく。幸い団員は日に日に増えてるしな。王は今法務官と面談中か。ああ、王位継承の法整備とロゴ様の即位に関する遺言の作成だろう。王座を開けておく時間は一刻たりとも作っちゃならない。トロス様は死ぬ瞬間まで王としてこの国を守るつもりだ。王はご自身の余命を鑑み、新たな法という遺言を定められました。これよりその内容を読み上げます。第一に、公国はアニマとミコの国であることを再定義する。王はミコの第一の臣下であり、常に忠実であること。外交、軍事、あらゆる国政において、王はミコの承認を必要とする。これは王の独裁を廃し、神聖なる秩序を守るための制約である。第二に、ミコの後継はアニマの声を聞きし現役のミコが選定する。また王位継承者の指名はミコと重臣会議の双方の承認を必須とする。これをもって血塗られた後継争いの火種を封じるものとする。その上で以下の婚姻を勅命とする。王位継承者ロゴはアンボイステ長女エレナと婚姻し、西方の盾を確固たるものとせよ。そして次期ミコ候補アには血統の安定と皇室の結束のため第二王子レグアと婚姻せよ。以上の項目をノビ様および重臣の方々に承認いただき、本法案は正式に発行となります。いかがでしょうか。本法案は正式に承認されました。これをもって新しき法と婚姻の勅命は発行いたします。本日は皆様ご苦労様でした。速やかに準備に取り掛かられますよう。ねえねえ、ブリおじさん。ここには燃焼を加速させるものって何か置いてない？いや、バズ君、燃えやすいものかい？暖炉に使う木炭なら裏の倉庫にあるけれど。木炭はもう確保してあるんだ。他のがいいな。ネザー様に頼まれて探してるんだ。あ、ネザー様のお使いなんだね。そうだな、おできの薬として使っているようならあるよ。製薬の時は配合を間違えると肌を焼いてしまう劇薬だけど。それ、ちょっと分けてほしいな。僕がネザー様のところに持っていくから。いいけれど、素手で触るんじゃないよ。嫌な匂いもするし、服につくとなかなか落ちないからね。大丈夫。僕、とっても慎重だもん。おや？バズ坊ちゃん、こんな埃っぽいところで何してるんです？床掃除。おじさんたちが大変そうだったから、手伝ってあげようと思って。そりゃあ助かりますが。王族の坊ちゃんにそんなことさせちゃあ、罰が当たりますよ。いいんだよ。
ねえ、この床下に溜まってる白い土、これだけもらっていってもいい？掃除のついでに捨てておくから。ああ、そのカピカピに乾いた土ですか。家畜の尿が染み込んで変な結晶が浮いてるだけのゴミですよ。どうぞどうぞ、好きなだけ持って行ってください。ゴミか。面白いね、みんなにはそう見えるんだ。木炭と硫黄と硝石。古文書の記述から推理した混合比率。よし、これでパズルは完成だ。あとは、質量あたりのエネルギー放出量をもう一回計算し直して。完璧。楽しみだな。実験。早く試したいな。なのよ。おう、なんだ。オラは騎士団には入らねえど。そうか、強制はしねえよ。お前は俺に付き合って、アニマ様に回収しただけだもんな。それもわっけどよ、俺は過去も家族も捨てたくねえからよ。お前、家族なんかいないだろうが。おめえだよ。悪いな、チェーン、俺はお前を忘れるぜ。オラが覚えてっからええだよ。戦争の時はついてくからよ、声かけろよ。わかった。じゃあな。ネザーか。様子を見に来たぞ。そろそろ痛み止めも効かぬであろうと思ってな。ああ、眠れなくてつらい。体の中を熱い泥が這い回っているようだ。珍しく弱音を吐くではないか。無理もない。お主の体はもう限界を超えておるからな。この薬を使うがよい。楽になるぞ。かつて失われたナノマシン技術、ルシフェリウムをわしが独自に改良したものじゃ。これを使えば夢と現実の境界が消え、王としての正常な判断は二度とできなくなる。死も早まるだろう。その代わり、最後は穏やかに、苦痛なくいける。使う時期は自分で決めるがよい。わかった。ネザーよ、聞いてくれ。俺が幼い時の記憶だ。話してみよとても眩しい白い部屋にいた。周りにはガラスの容器が数えきれないほど並んでいて、俺は大きな筒のような容器の中からそれらを眺めていたんだ。今のように半分眠っているような意識の底で、時々誰かが容器の向こうから俺を覗き込んでいた。男か女かはわからないが、俺たちと同じ姿をしていた。次に目を覚ました時、俺は森の中にいた。傍らには自分よりもっと小さな千鳥が鳴いていて、俺はその手をつないだ。ウサギやネズミを捕まえて生のまま食った。なぜか取り方は最初から分かっていたんだ。あてもなく歩き続けて伊勢に出会った。しばらく3人でさまよって、それからロビトブリオに出会ったんだ。そして最後にアニマツリーに出会った。それをわしに話してどうする？どうもしない。ただ誰かに話しておきたかっただけだ。いつかそこを探したいとは思っていた。覚えておいてやろう。お主が語った言葉もその光景もな。感謝する。疲れたであろう。ゆっくり眠るがいい。トロス、お主はよく働いたぞ。いい子じゃ。何か話せた？もう私のことわからないみたい。ごめんね。ロビちゃんのせいじゃないよ。違うの。私ネザー様のお薬を飲ませたの。ロビちゃん、あの人ずっと我慢してたの。どんなに苦しくても何かあった時困るって。
見てられなかったの。靴を取ってあげたかったの。ごめんなさい。ごめんなさい。ロビちゃん、泣かないでよ、ロビちゃん。なーに？お腹すいた？何食べたい？お芋のミルクにね。すぐに作ってくるね。ロビ様、私が。いいの。やらせて。最近はこれしか喉を通らないの。トロス、すごいよ。食べてみて。なんだこれは、白いぞ。お芋を牛さんのミルクで煮たんだよ。好みを水で煮るより、ずっと美味しいんだよ。うまい。そうでしょ？ロビー。なーに？お前が好きだ。トロス王が死んだだと。は、テラバン隊によれば、臓物を犯す病とのことです。病だと。なんだそれは。なんだそれは。痛い、エルビラ様、殴らないで。やかましい。私とのデートはどうしてくれる？泥の中で這いずり回り、私の足にすがって死ぬと約束したではないか。あの高潔そうな面を私の足で踏みつけにしてやることを何よりも楽しみにしていたのに、勝手にくたばりおって。犬ころめ、許さんぞ。戦争をデートって呼ぶのやめてくださいってば、兵たちが本気にしますよ。黙れ、乙部の純情を踏みにじりおって。あ、腹立たしい。何か燃やさねば気が済まん。ちょうどいいじゃないですか。トロス王がいないなら、アニマ広告なんてただの抜け殻です。今のうちに潰してしまいましょう。当たり前だ。跡形もなく焼き尽くしてくれる。いや、ちょっと待て。犬頃には息子がいたな。そこですね。まだ若く、経験も浅い。父親ほどの教員にはならないでしょう。だが、あのトロスの血だ。ふむ、これはいずれきっちり見聞してやらねばなるまいよ。どんな顔でキャンキャン泣くのか、私が直々に確かめてやろう。ふふふ。わあ、また悪い癖が始まったよ、この人。それと、あの女、ロビだったか。殺せ。アニマの巫女ですか？トロスの目の前で引き裂いて歌遊ぶつもりだったが、トロスがおらぬなら、もう用はない。生きてるだけで目障りだ。手段は選ばん。殺せ。よい、直ちに。これより両家の絆を永劫のものとする双璧の誓いを執り行います。アンボイス家が長女エレナでございます。お初にお目にかかります。アニマ広告ロゴミューです。アンボイス家の当主は冴えないヒゲ親父と聞いていたが、娘は結構な美人じゃないか。ロゴ様がお気に召してくれるといいんだわ。馬車の旅はいかがでしたか？広告へ向かう森の景色は楽しんでいただけたでしょうか？誇りっぽくてお肌が荒れるのが嫌でしたから、ずっとカーテンを閉めておりました。ですので
外がどうなっていたかなど存じ上げませんわ。そうですか。おい、会話が死んでるぞ。学士、もっと景気の良い曲を弾け。どんちゃかやれ。共和国から取り寄せた最高級の菓子を早く一番高いやつをお出ししろ。そのお菓子はいかがですか。私は子供の時からこれが好きで、よく食べ過ぎて母に叱られました。いりません。太りますもの。そうですか。まい一体何を話せばいいか。お見合いを飛ばしたことを謝りもしない。どうせ義務感だけなのよね。でも肖像画よりずっとイケメン。ダメよエレナ、ここでこびるような真似をしちゃダメ。毅然としなきゃ。不人なんだかなんか食べそうだな。まあ時間をかければなんとかならないかな。お二人の結婚式はトロス王の国葬の後、ロゴ様の戴冠式の後となります。時間はございますれば自然と打ち解けなさるでしょう。バズ、無事かい？おかしいな。収束率とガスの膨張速度。計算は合ってるはずなのに。一体何をしたんだい？怒らないから正直に話してごらん。硫黄と硝石、それに木炭を特定の比率で調合して、狭い空間で一気に燃焼させたんだ。つまりね、急速な酸化反応による体積の爆発的膨張を利用したんだよ。木炭と硫黄と硝石でかい？さっきのは、粒子の表面積を増やしすぎたせいで、燃焼速度が想定の 1.5 倍になっちゃったのが原因かな。次は混合比を、質量比で K、N、O、3、対 S、対 C を15対2対3の質量比に固定して、もっと誘導を均一に管理すれば、理想的な衝撃波を。何これバズ、あんた何やったの。火事場をめちゃくちゃにして、お父さんの仕事場で遊んじゃダメでしょ。遊びじゃないよ。これは酸化反応による体積の。言い訳しないの。今日はおやつ時だからね。それは困るよ。バズ、とりあえず顔を洗ってきなさい。それから一緒にお母さんに謝ろうね。わかったよ。たくん、なんてこった。私のこの国での最後の仕事があんたの墓になるとはね。あんたの頑固な性格に合わせた最高に硬くて最高に気高い石を選んでやったよ。よし、完成だ。あとは碑文を刻んでコレネザー様が考えてくれたんだよ。トルス、私は明日エント王国へ向かうよ。あんたが無理難題ばかり押し付けてくれたおかげで、この直様の評判は大陸中にうなぎ登りさ。あっちこっちからうちでも城を作ってくれって招待状が山積みだよ。おかげで私は一生食いっぱぐれることはなさそうだ。ありがとね。おやすみトロス、本当にお疲れさん。ロゴ兄様。兄、来てくれたんだね。すまない兄。君を愛してる。今夜だけだ。一度きりでいい。俺のわがままを聞いてほしい。これから始まる灰色の毎日を、この夜の記憶だけを支えにして、俺は生きていくから。私もです。私も兄様を愛しています。今夜一度きり、それを私たちの一生の思い出にしましょう。
おい、なお、本当に行っちまうのかよ。ああ、トロスに頼まれた仕事は全部終わったんだ。最後の墓はサービスだけどね、ナオ様を縛るものはもうこの国には何もないのさ。どこへ行くつもりだ。とりあえず円筒王国、その後はどこでもいいけど、もっとこう自由なところがいいね。まだ見ぬ珍しい石材が転がってるような未開の地とかさ、北極や南極を見てみるのも悪くないね。てか、なんであんたまでついてきてるんだい？俺も一緒に行く。なんで？あんたは腕のいい鍛冶師なんだ。新しい王を支えてやりゃいいだろ。家族だからだろうが、放っておけるかよ。泣くな、ユロ。あんたのお父さんもうちの父ちゃんも死んじまったけど、私があんたの家族になってやる。だから泣くんじゃないよ。あの時自分だって震えてたくせに、俺がどれだけあれで救われたか。あの時から俺の心は決まってた。は？私そんなこと言ったって？じゃあね、覚えてねえのかよ。いや、悪い、覚えてないわ。この野郎、俺の数十年の思いを一瞬でぶち壊しやがって。なんだい、文句があるならはっきり言いなよ。だいたいあんたはいつも遠回しなんだよ。お前が好きだ、俺の嫁になってくれ。これではっきりしたか。言ったらな、いや、追うって言ったらよし、決まりだ。一生離さねえか。待った、今の熱い勢いでやっぱなし。今のは農家だ。待ったなしだろ。ふざけんな、このバカ。うるさい。そもそもあんたの稼ぎでこのナオ様を養えるのかい？今から稼ぐんだよ。ほら、行くぞ、嫁さん。誰が嫁だい？話しなよ、このバカ。うっせえバカ。バカ、バカ。こうして2人は風の吹くまま地図の空白を埋める旅へと歩み出しました。彼らがその行く先々でどれほど数多くの伝説的な仕事を成し遂げたのか、それを語るには少しばかり時間が足りないようです。けれど案ずることはありません。それがどんなに素晴らしい冒険であったとしても、それはまた別の物語。いつか星の巡り合わせが導くその時まで、このお話はここでおしまいにしておきましょう。だってこれはまた別の物語なのですから。
こちらカタリナ、惑星 F4E11 について報告します。現在の文明レベルは中世中期。特筆すべき点として、間もなく個体バズにより黒色火薬の発明がなされる見込みです。群雄割拠による国家の統廃合が加速、複数の広域統治機構、すなわち王国が出現しました。アニマツリーを介した精神波データの収集は極めて良好です。未来予測の一致率 56%、極めて優秀です。高度を確認。極域に展開中のメカノイド配部を一時スタンバイ状態へ移行。管理サイクルを継続しますか？了解。上位 AI による継続の承認を確認。それではプロジェクトを続行します。おめでとう、アニム戦。あなたたちは実に優秀です。その調子でどうぞランディを楽しませ続けてください。それだけがあなたたちが生き延びるたった一つの手段なのですから。